動画をご覧の皆さん、こんばんは、パンチです。いやー、申し訳ございません。ちょっとかなり遅れてしまいました。いやー、ちょっとバタバタしていたもので、すみません。準備もまだ全然できてない状態で、でももう時間がないので、はい、スタートした次第でございます。ちょっと今、パパッとやってしまおうかと思います。いやー、大変だということでね。よ、こんな感じかな。OK。こんな感じにしておきましょうか。ね。はい。なんとか格好がついたかな。OK。あ、格好がついた。あ、よかったよかった。ありがとうございます。いやー、やれやれ。ようやっと始めることができました。いやー、もうね、本当に、今日もいろいろありましてですね、なかなかこうバタバタして、ようやっとここにこう、生配信を始めることができまして、ほっとしております。疲れた。いやーね、もう毎回毎回、大変だなんていうこと言ってまして、いやもうね、今日もね、いつもの例に漏れず結構大変な日でして、ちょっとね、はい、僕の脳みそがですね、安定状態に入るまでの間、しばしですね、取り留めのないお話なんかをして、アイドリングタイムを設けたいかな、なんていうふうに思います。まずはちょっとね、アルコールなどをいただいて、脳みそとね、体にこう、アルコールを染み渡らせてですね、はい、ちょっと滑舌を良くしていこうという、はい、そういう時間になっております。いやーもうね、なかなかこう、今日はいつもに増してですね、結構偉い感じになっておりましてですね。もうね、やることが大変いっぱいあって、金曜日がですね、結構めちゃめちゃ大変だったんですけれども、いやー、今日はですね、上の子の運動会がありましてですね、朝からちょっと運動会に行かなきゃいけないということで、いやーもうね、だから今日持ち越すわけにいかないんで、夜中ね、ずっと、金曜日終わらなかったものを全部終わらせてですね、で、ちょっと今日の生配信用のですね、玩具の調整ですとか、そういったことも金曜日の夜やって、で、なんだかんだで寝て、もう3時間も寝れなかったのかな。もう強行にスケジュールで朝起きて、娘の運動会に行ってですね、でもその運動会も、なんちゅうか、いきなり真夏日になったっていうかね。もうほんと、なんでしょうね。夜型人間の僕のですね、体にね、日差しが痛い。もう大変で、もうヴァンパイアの気持ちがよくわかりました。体が灰になりそうだった。もうね、ただまあありがたいことにうちの娘の演目がそんなに数多くなくてですね、2個ぐらいしかなかったもんで、もうそれ以外はですね、もうちょっと影に隠れてですね、やり過ごして、いやー、そんでね、明日も明日で結局ね、今度下のですね、チビの方の、あのー東京陸連がやってるですね、陸上競技大会に、出場するんですよ。だから明日も朝からですね、それに連れてってやらなきゃいかんくてですね、一日付き合うわけなんですね。
またその他にもですね、いろいろあって、嫁はんのお誕生日会、お誕生日っていうことで、なんかこうね、なんかいろいろやってやんなきゃいけないっていうのもあったりして、いやー、で来週は来週でやることいっぱい詰まってて、で、上の子はもう、ね、6月の半ばあたりにもう中間試験が始まるんで、それのためのですね、まあ、ね、いろいろ勉強を見てやったりですね、計画立ててやったりっていうのもやったりですね、もう、鼻血が出そう。いやー、という愚痴をですね、まずはこぼすというのが恒例になっておりましてですね。バッチの俺方研究所の最初のこのアイドリングタイムは私の愚痴をこぼす時間ということになっておりますので、ぜひちょっとね、お付き合いいただければな、なんていうふうに思ってるんですが、いやー、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。もう本当に早いですね、一日。もう一週間が本当激っ早。ちょっとこの、せっかくなんでね、よいしょ。こいつは5世グランドにしてまずは飾ってしまおうというところからスタートしていきたいかなと思います。いやー、ちょっとね、私の頭がね回らないとなかなか始まらないよということでですね、ちょっとこうゆっくりとね、まずはスタートはロースタートから入らせていただいております。よいしょ。この状態を作りつつ、ただですね、ちょっとこれね、今回もね、最近大流行りになっております。僕の中で非常にこう流行っております。ゴセイジャーミニプラですね。これで今回も遊んでいこうということなんですが、いやね、まさかね、3週にわたってゴセイジャーミニプラで遊ぶとは思ってなかったんで、非常にこのね、嬉しい誤算というか、こんなにね、楽しくなるとは思わなかったですね。まあ、結構ね、ミニプラのパチ組みで遊ぶのは結構好きで、だからね、結構やっぱり、どんなね、ミニプラも結構パチ組みをまずして、遊んでから改造したり塗装したりっていうのをやってるんですけど、でもやっぱりこのパチ組遊びで、いや、こんなにすごい遊べたのは、やっぱこう、ご聖茶すごいですね。よ、はい。五聖グランドがそんなこんなしているうちに完成いたしました。よ、はい。こんな感じですね。おー。ね、今回はこんな感じで、ご聖者のね、ミニプラ大集合ということでね。まあ、あとはブラザーたちも並べましょうか。ブラザーのヘッダーたちもですね、このような感じで並べさせていただいてね。よ、こうゆっくりね、こう遊ぶ時間っていうのは大事ですよね、本当に。もうね、目まぐるしいですからね、毎日が。なのでね、ちょっとこう、玩具で少しゆっくりと遊ぶ時間ぐらいないとですね、やっぱ人間ね、へたれてしまいますからね。お、並びました。おー、
ご聖者ミニプラシリーズ。これで全てですね。これが全部になっております。なので、今回のね、生配信は、はい、ミニプラご聖者シリーズを全て紹介することができそうですね。実はね、五聖ワンダー僕ね、パチ組用のミニプラ持ってなかったんですよ。はい、本制作用に、一式揃えたやつあったんですけど、パチ組でね、遊ぶやつっていうのは持ってなくて、なんでね、今回の、生配信に向けてですね、急遽、落としました。オークションで、パチ組みされてるやつを安く落とせたんで非常に助かっております。ね、で、今回の生配信にも、間に合ったので、いや、めちゃめちゃラッキーでしたね。それによってね、こう、すべてのね、ミニプラをご紹介することができて、またね、ちょっといろいろパチ組みで遊んでですね、はい。なかなかいい俺合体みたいなのもね、あ、これいけんじゃないのみたいなのもね、ちょっと、はい、発見したりしたので、今回はですね、いろいろそういった俺合体なんかも含めてですね、遊んだりしていけたらな、なんていうふうに思っております。おー、ようやっと少し落ち着きました。いや、もうね、さっきも言ったような感じで、もう相当今ね、やられている状態だったので、もう大変な状態でね、もう、あ、今日ここにね、こう、お風呂入っ、チビとお風呂入って、で、ちょっと髪乾かして、で、下降りてって、みたいな感じで、で、準備して、生配信やって、みたいな感じで考えてたんで、はい、風呂入ってですね、やってたんですけど、もうね、首は痛えわ、肩は痛えわ、まあ、頭痛はするわ、もう、で、下痢も止まんないし、だもうね、でもね、生配信もやらなければっていうことで、もうね、頭痛薬飲んで、栄養ドリンク飲んで、ね、で、あれ、大正漢方飲んで、ね、そんで今、サワーも飲んでます。ぐっちゃぐちゃの状態。もう体にね、もう薬打ってドーピングしながらちょっとやってる状態なんですけれども。いやーもうたまらんたまらん。なんでね、もうちょっと、で、下降りてきてね、もう、準備しなければ、つってバタ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 やってる間にですね、もう時間があれよあれよという間に経ってしまいまして、ね、ちょっと10分近く遅刻してしまいまして、申し訳ございませんでした。いや、でも、いやー、少し落ち着いてきました。脳みそがね、もうほんとぐるぐる回転な状態なんで、まずね、ゆっくりとこうお話できる状態になるまでにね、しばらく時間かかるんですね。あ、いっぱいコメントいただいてますね。おと仮面ライダーセーバーさん、こんばんは。今日も少しだけよろしくお願いいたします。ご聖アルティメットたち素晴らしいです。よかったです。こちらこそありがとうございます。あ、どうも、おと仮面ライダーセーバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いや、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。チェワさん、こんばんは。プラデラネオコスモギャバリオン、オリジナル塗装完了しました。撮影しながら聞いています。あ、どうも、チェワさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。おー、素晴らしいですね。プラデラネオ。おー、塗装もすべて完了したということで、素晴らしい。おめでとうございます。いやーもう僕もね、ミニプラネオのコスモギャバリオンの本体だけはですね、塗装、すべて完了しまして、だからね、なんかこう、動画撮ったりですね、写真撮ってツイッターで上げたりという元気がなくてですね、作ってそのまま放置している状態で、次、ミニプラオフ会に持っていけたらいいななんていうふうに思っておりまして。で今は、最初の第一弾のね、ブレードと、何でしたっけなんか、人工衛星みたいなやつ、ピンクのやつを、今作って塗ってる状態ですね。
で、さらにね、ドリルとクレーンも届いたので、今、ドリルとクレーンを、ちょっとね、最初に仮組みして、で、どんな感じで改造しようかな、なんていうのを今、思案している状態ですかね。と、そんなこんなしているうちに、今日、あれが届きましたね。なんですかドルネードが届きまして。じゃあ、このドルネードもなんかするかみたいな感じでちょっと考えて、はい、今やろうかななんていうふうに思ってるところでございます。いや、写真撮ってね、本当はツイッターに上げたいんですけどね、あるいは、動画撮ってね、動画作品レビュー動画、久しぶりに上げたいななんて思ってるんですけどね。男仮面ライダーセイバーさん、5世アルティメットは仮面ライダークーがアルティメットフォームのアルティメット以来でしたね。5世アルティメット5の後に、仮面ライダーリバイスで仮面ライダーアルティメットリバイ、仮面ライダーアルティメットバイスがアルティメットを受け継いでいますね。ご苦労様です。俺方研究所さん、ありがとうございます。異常気象と自然破壊で大変ですね。今日のね、カンカン照りっていうことですね。もうほんとね、きつかった。なんで今日に限ってあんなにすごい、だって昨日全然そんなんでもなかったじゃないですか。なんか今日突然真夏日になりましたよね。いやーもうほんと熱中症になって死ぬかと思いました。アルティメットってことですね。そうですね。もう結構ね、そっか、この時代でそんなにアルティメットっていうのは世の中にあんまりこう名称として多用されてなかったんですかね。うん。確かに言われてみればそうかもしれない。チャーさん、うちも甥っ子たちの運動会でした。午前中でしたが、午後は公園で遊んで体力が追いつかないです。なかなか大変ですね。いや、でも、午前中も遊んで、午後も遊んでね、午前中運動会で午後も公園で遊んでなんつったら、ね、ずっと、ね、お日様に照らされっぱなしじゃないですか。大丈夫ですか？もう、僕はもう、あれですね。もうほんと、10分20分浴びただけでもう、息も絶え絶えでした。ヒーヒーって言ってましたね。いやーもう本当に、ドラキュラの気持ちがよくわかりますよ。もう、多分僕はね、波紋を打ち込まれたら多分溶けて死んでしまいますね。サンライトイエローオーバードライブをやられたら多分死んでしまうでしょう。おじさんネタなんですけれども、申し訳ありません。カメラダセーバーさん、今日自分は、今日明日お休みです。素晴らしいですね。スネマさん、こんばんは。どうも、スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。チャーさん、三組立てのミニプラ5世グレート、8000円でブックオフで売っていたので迷っています。なるほど。5世グレート、でも、5世グレートって一式8000円ぐらいしてるんですか、今。なかなかいい値段ですね。いや、なんか、すぐじゃなければ、なんか、待ってれば、ヤフオクとかでもうちょっと安く出てきそうな感じがしますけどね。でもどうなんだろう、今、球数ないのかな、あるいは、今のトレンド的な感じで上がっちゃってるんですかね。なんか、僕だったらちょっと躊躇しちゃいますね、8000円は。しかも5000グレートのみですよね。ちょっと待った方がいいんじゃないですか。もうちょい。なんか、もうちょい出そうな気がしますよ。とかね、無責任に言ったりなんかしてみて。
おとかめライダーセーバーさん、並び最高です。五星ワンダー素晴らしいです。すごいです。俺方研究所さん。生配信終わったらゆっくり休んで寝てください。ありがとうございます。はい、ちょっとね、今日は、夜更かしせずにですね、明日に向けてですね、ちょっと寝たいなと思います。せめて6時間は寝たいね。さすがに。スネマさん、みんな、着実に完成させててすごい。ミニプラオフ会まで1ヶ月切ってるのに何も制作進んでないや。あ、そうなんですね。作ってはいますが。まあね、本当はね、あれとか作りたいんですけどね、この間到着したVREX ロボ。ねタイムレンジャーのミニプラめっちゃ作りたいんですけどね。あと、あれも作りたいんだよな、勇者系。ね、今度、あれが来たじゃないですか。X カイザー。X カイザー SMP 来たじゃないですか。あれね、しかも、あれで見てるだけでね、ブログ見てたら、バンダイの開発ブログ見てたら、めちゃくちゃすごいですよね、あれ。だって、ね、トイライズがね、稼働させるためには、まあ、致し方なく背面からね、突っ込むブロック構造というかね、そんな感じでやったじゃないですか。合体仕様を変更して、まあ、物議を醸して、で、今ね、超合金魂が絶賛開発中ですけれども、そちらの方はね、あの、表、正面から入るマトリョーシカ合体を再現しますっていうことで、さすが超合金魂なんて言ってましたけど、まあなかなかね、蓋を開けてみると、ムムムムムっていう感じの部分がちょっとね、多少見え隠れしてみたり、エクスカイザーめっちゃちっちゃかったりね、キングエクスカイザーに対してエクスカイザーめっちゃちっちゃかったり、結局稼働させるのにいろいろ外さなきゃいけなかったり、で、やっぱ結局あれね、牽引モードするときは結局余剰パーツ発生するんでしたっけ？あれしなかったんだっけ？くるっと回転して軸出たんですっけ？ちょっと忘れちゃいましたけども、まあね、あとは、キングローダーのね、変形仕様がいろいろ変わってたりなんかしたりしてね、あの、ちゃんと合体するモードの時は、キングローダーの時に肩の収納ができなかったりしてたんですよね。超合金魂とかって。だからなんかこう、いろいろなんかね、いろいろありますよね。と思っていたところに、SMP が出てきたら、SMP が一番すごいですよね。キングローダーに対してのエクスカイザーもそこそこのサイズ保ってるし、ね、超合金魂と同様にね、内部可動フレームを入れて、可動性重視モードっていうのをやってますけど、そうじゃなくてもすごく可動性ね、そこそこあるし、ちゃんとね、正面からのマトリョーシカ合体もしてるし、でね、デザインもすごくね、かっこいいしね、プロポーションもすごくまとまってるし、いや、なんか、あれって、SMP が意外と一番しっかりしてるみたいなね。一番最初のファイヤーダグオンの時の、ね、ダグファイヤーの変形を諦めてオミットするとか、いろいろあったSMP ですからね。あるいはファイバードのね、変形機構で、あまりにも隙間が多すぎて、いろいろ物議を醸したり、ね、グレートファイバードの合体仕様に対してね、なんか、これどうなんだっていう感じのやつがあったりした、勇者 SMP シリーズの中において、ギミックもね、可動性も、ね、作り込みも全てにおいてね、一番なんか優れてるっぽい感じしますよね、今のところ X カイザーで。
いや、なんか、すげえなーって。ここに来てなんか SMP が一番すごくなったっていうのはちょっと驚きでしたよね。いや、だからね、そこら辺の素直な感想があって、で、それをね、ツイッターに上げようかとか、感想動画を上げようかとか言ってね、やってたんですけど、あまりにもね、ちょっと忙しすぎて、忙しいし、僕のバイタリティがね、いろいろこう、そがれてしまったので、やろうやろうと言ってるうちにですね、時間切れというかね、1週間経ったらもう鮮度落ちちゃってね、何やっても無駄でしょうから、じゃあちょっとタイミング逃したなということで諦めたんですけど、なんかそんなようなことをですね、一生懸命ちょっと言いたかったななんていうふうに思いましたね。えっと、トカメライダーセーバーさん、五星アルティメットは、五星界が犠牲にして誕生した切ない最後のロボですね。ユーマ獣との最終決戦で登場して決着つけた五星アルティメット。そうですね。こちらの五星アルティメットですね。そうなんですね。こいつだけね、ちょっとね、出自が他の、ヘッダーたちとはちょっと違うんですよね。最終的に、ゴセイジャーたちを助けるために苦肉の策で生まれたロボなんですよね。ゴセイジャーの司令官ポジみたいな人がいてですね、それがマスターヘッドっていうね、はい、ご星界の、指示を、ご星者たちにご星界から指示を出す人みたいな、ヘッダーの一種なんでしょうけれども、それのヘッダーを全ているですね、はい、ご星界の意思を伝えるやつがマスターヘッドってやつがいいんですけど、で、もともとね、ご星界の中、ご星界のですね、一番こう、中心になる機構というか、なんですかね、なんだっけ、なんとかっていう、名前忘れちゃった。一生懸命ですね、今ちょっと、頭がですね、回ってない中、一生懸命、天の塔だ。天の塔っていうやつがあって、で、それが、いろんなね、ヘッダーとか、五星天使とかとですね、こう、との情報のね、通信をこう、中央をすべてでですね、情報インフラの中央にあるような、施設があったんですけど、それがですね、ウォースターが壊しちゃったんですね。で、まあ、そのせいで、ご聖者たちとも通信ができない状態になったので、このね、あの、出てこない。名前がね、本当に出てこないですね。データスです。データスを返したりですね。あと、転送カードを返したりして、なんとかご聖者たちとこう通信したりとかっていうのをしてた状態だったんですけど、はい。で、そのマサエットがね、天の塔を修復するためにいっぱい力を貯めてたりしてたんですよね。ところがね、最後の、戦いの時にですね、ゴセイジャーたちがね、ヨーマンホールっていうやつに、ヨーマンホールユーマホールってやつにね、閉じ込められちゃったんですね。これ助けるために何とかしなきゃいけないっつって、マスターヘッドが今まで溜め込んだですね、五星パワーとかを全部つぎ込んでですね、修復中の天の塔に五星パワーとかマスターヘッドのパワーとかも全部つぎ込んでできたのがこの五星アルティメットなんですよね。なので、まあ、これを作っちゃったせいで、天の塔修復ができなくなっちゃったみたいなね。まあ、最終的にはできたんですけど、これが生まれる時の時には、せっかく溜め込んでいたやつが、修復のパワーを、逆にこう、天の塔を引き換えにして、はい、五星アルティメットっていう宇宙船を作っちゃったんですよね。で、
いうところで生まれた、なんだろう、苦肉の策のロボっつうか。それがね、ご聖者の第4のロボになるんですよね。うん。という、なかなかこうね、誕生するのにもこう結構ね、紆余曲折を経た。またね、最後に登場したロボっていうのでは、という意味ではね、ちょっと尻すぼみ的な感じの、なかなか印象を受けてしまうような、はい、ロボだったりするので、いろいろね、ちょっと不遇な部分はあるんですけれども、ちょっとね、今回はちょっと救済措置ということでね、いろいろ、はい、ご説明をしながらですね、遊んでいけたらな、なんていうふうに思っております。はい、スネマさん、多分バッチさんの配信の影響でミニプラゴセイジャーシリーズの値上がりしてると思います。あれですね、チャーさんの購入しようとしているものの相場が、この配信のせいで値上がりをしているというね。いやー、そんな影響力欲しいね。欲しいな、その影響力。なかなかね、こう、配信で影響力とかを得て、なんかこう、自分のね、レベルで作った何かがこう、販売できたりしたら最高ですよね。いや、なんかね、最近ちょっと思うのが、その、3D プリンターとかでさ、で、自分でデザインして、自分でこう、好き勝手に考えたね、合体機構とか、そういうの盛り込んだロボとかを自作してさ、ね、オリジナルで作れば半径もクソもないじゃないですか。ですね、それバッチブランドみたいな感じでね、で、販売とかして、稼げたら、こんなに楽しい人生はないだろうな、なんていうふうに最近ちょっとね、夢見たりしてるんですよね。で、最近のご時世ではさ、この失われてしまったね、昔の蒲屋とか森永とかのさ、感じ、うん。で、あの、何こんな素晴らしくさ、いろいろ稼働したりとか、そんなんじゃなくて、もうほんと豆みたいなやつでさ、こう手のひらの上にあるぐらいのやつで、こう、こちょこちょっと変形すると昔のマシンロボぐらいな感じの手数で変形するロボ。で、そういうのが結構いっぱいあってさ、こんな感じのヘッダーたちみたいなラインナップでありつつ、そいつらがこう、いろいろこうね、組み合わさったりしてロボになったり、またあとこういうね、中型のものが出てきて、そこに格納したり、ね、集合して合体してみたりとか、で、そいつらを格納するね、基地のロボがあったりとか、で、その基地のロボと中型のロボと小型のロボとかも全部一切合切合体して、で、巨デカロボになるとかさ、なんかそういうのができたら最高だろうな、なんていう風にね、ちょっとね、夢見たりしてるんですよね。まあ、なかなか叶うことはないでしょうけれどもね。うん。ただなんかね、こう、仮にね、この、バッチの俺畑研究所がね、なんかこう、登録者何十万人みたいな感じになったら、あるいはね、そういう企画もあってもいいのかななんて思ってね、そしたら人生楽しいだろうななんていう風にね、ちょっと思ったりしております。あとね、ちょっと僕の夢という意味では、この間飲み会がなんかでね、ちょっと話したりしてたんですけれども、あれね、かばや、かばやの株を、有志のね、みんなで、ロボータのみんなで、かばやの株を買いまくってですね、あの、ある一定程度の影響力を持って、かばやのブレイブガムを復活させる圧力を出すというね。そういうことをしたい。第2弾、第3弾とやって、すべての勇者ロボ玩具をブレイブガム化せよというふうにですね、はい。金の圧力でですね、かばやのケツを引っ叩きたいっていうのも、ちょっと夢だったりしますね。オトカメライダーセーバーさん、水分補給は大事です。その通りですね。本当にそうです。
五星グレートが五星アルティメットの上に登り戦うのは、5ロボが5スターの上に乗っかり、戦う以来ですね。五星アルティメットはタイムレンジャーのタイムジェットガンマ以来ですね。VLEX は最終合体でギエンに操られて大変でしたね。五星ナイトはブラジラに操られて大変でした。五星ジャー対真剣ジャーで五星アルティメットは登場していないですね。いつか五星アルティメット久しぶりに登場してほしいです。最後まで最終ロボが登場して頑張ったのはグランセイザーの大セイザーです。スーパー戦隊の最終回はもしかしたら最終ロボの、登場活躍が少ないですね。五星ジャーの五星回は明かされていないですね。ゴセイジャーはウルトラセブンポジションで地球を守るために戦い続けましたね。ゴセイジャーのスピンオフいくらでも作れますね。いろいろありますね。その通りですね。うん。このね、ゴセイアルティメットの上にね、ゴセイジャー、ゴセイグレート乗っかって戦うっていうのはありますね。うん。確かに確かに。そうですね。うんうん。最後のね、最終ロボって意外と不遇な扱いを受けるよねっていうことですね。確かに合体にね、ゴーンジャーみたいにね、最後の最後まで全てがね、強化合体の中に組み込まれるんだったらいいですけどね。まあそうじゃない場合とかってね、結構ね、不遇な扱いを受けたりしちゃいますよね。うん。やっぱこう、強化合体した後のバリエーションとか、後継機ロボみたいな感じのね、前半で強化合体したのに後半でこれなしにしてなんか新しい強化合体も何もしないようなやつが出てくるみたいなパターンって結構あるじゃないですか、スーパー戦隊って。でもあれってなんか尻すぼみになるから、あれがなんかマーケティングの正解みたいな感じで多分やってたんでしょうけど、絶対後々の影響まで考えるとあんまり成功パターンじゃないような気がしますよね。なんかちょっとあれ多分違うっていうか、こじらせちゃっなんかマーケティングこじらせちゃってる系の正解な気がしますね、あれはね。だから、絶対最後まで盛り上がった方がいいですからね。だから強化合体を持ち出すんだったら最後まで強化合体させた方がいいし、いや、それをやるとね、ドラゴンボールのね、戦闘力インフレみたいな感じになるんであるならば、最初から強化合体持ち出さない方がいいしね、ガオレンジャーみたいに。なんか、どっちつかずは良くないですよね。えっと、す、えー、まあそうですね、ゴセイジャーのスピンオフですね。確かに確かに。ゴセイジャーね、結構設定はものすごいんですよ。設定はすごくて、ただね、設定はがすごい複雑で、いろいろこう、紆余曲折してるし、設定もかなりね、ぶっ飛んでるから説明しきれてないんですよね。で、回収しきれてもいないんですよね。だから、話には出てくるけど、なんだそりゃ、一回もなんか具体的なものが出てこないみたいなのもね、よくあるんですよ。だから、そういうね、だから変な話、スピンオフ作るんだったら、その種みたいなのはいろんなところに転がってるんですよね。だから、確かに、作ろうと思えばいくらでもスピンオフできそうですよね。じゃあさん、かばや株か、ありですね。なんかさ、クラウドファウンディングみたいな感じでさ、なんかこう仲間募ってね、共同で、株購入みたいなね。なんでしょうね、あの、映画のさ、制作委員会方式みたいな感じでさ、かばやブレイブガム制作委員会みたいなのをさ、でっち上げて、で、そこにこう登録するメンバーで、ね、一株ずつ買い集めたりしてさ、ね、それがメンバーがね、何百人もいたら、それだけでね、何百株買えるわけじゃないですか。
ね、それで、カバヤ株のね、10%くらいを占めることができたら、ね、ブレイブガムを復活させる委員会が、あの、ね、株式総会で総会屋みたいな感じでさ、オラーっつって、ブレイブガムをもう一回復活させるんだっつって、わめき散らす。で、めちゃめちゃ迷惑をかけ続けてね、わめき散らして、で、ブレイブガム復活させるというね、そういう、あの、ことができたら素敵だなと思っております。おとっかめなるセーバさん、すみません。はい。ご声アルティメットかっこいいです。ありがとうございます。さあ、だんだんですね、温まってきたところで、本題の方に進んでいこうかなと思います。はい。ということでですね、今回ご紹介するのはこちら。ミニプラ5セイジャー、転送戦隊5セイジャーシリーズ、最後のですね、今までご紹介していませんでした、最後のミニプラであります5世アルティメット、それと映画でね、最初登場して、その後もにね、ちょっと本編にも出てきました、5世ワンダーですね。はい、この2つをご紹介したいなと思っております。いやー、そしてですね、今ここに並べましたのが、5セイジャーシリーズのすべてのヘッダーと5世マシンたちですね。うん。いや、これだけこうね、揃うと圧巻ですね。充実感がすごい。いや、で、これ意識あるだけでね、もうほんと遊べますからね。めちゃくちゃ遊べる。なのでね、ちょっとこれで今日は遊んでいきたいと思います。まずはですね、今までご紹介しておりましたロボたちはちょっと一旦はけてですね、よっ。まずはどちらから、ワンダーからご紹介していきますかね。はい。よっ。はい。では、まずはこちらの5世ワンダーの方からご紹介していきたいと思います。はい、こちらの5世ワンダーは、映画に最初ね、映画に、最初登場いたしました映画のですね、はい、専用ではなかったんですけど、まあ、その当時はね、映画が初出だったので、映画で登場した5世マシンという形で、はい、出てきました。映画劇場版のエピック・オン・ザ・ムービーに登場する転送巨人ということになっております。ね。で、まあ、これ見ていただければわかるように、これ、ドラゴンのですね、五星ドラゴンのカラバリですね。カラバリ、まあ、カラバリでもないか、いろんなね、新規造形がありますからね。になっておりまして、その他にね、4種類の専用のヘッダーが取り付いて、こんな形で登場しましたのが初出になっております。でね、後にね、こいつらも自力でですね、ボディを作って最後にこう五星グレートに合体したりするんですけどね。うん。ただ、ね、なかなかね、この当時というか、まあ、ここら辺のね、までの、はい、スーパー戦隊はね、映画で特別、映画に、登場する映画版のマシンっていうのはね、結構出てきたもんですからね。だからそういう意味で言うと、やっぱ映画になると新しいメカが出てきて、新しいね、ロボが出てくるっていう風なワクワク感みたいなのがあったので、非常に豪華だし、ワクワクするし、素晴らしかったですよね。だそういう意味では、こういう
スーパー戦隊のね、映画で新しいロボが出てくるっていうワクワク感をですね、出してくれるっていう世の中がずっと続いてくれたらよかったのにな、なんていうふうに思いますけどね。古き良きっていう感じでね、懐かしいな、なんていうふうに思います。ね。まあ、ゴゼドラゴンね、空張りっていうかね、バリエーションで、っていうね、背面のやつが、ソードじゃなくてアックスになってるんですよね。こういう状態。なんで、まあ、金型ね、8割ぐらい、流用しているんだろうなと思うんですけれども、まあ、これでね、新しいメカとして売れるんだったら全然いいですよね。で、その他にね、こういう風に専用のヘッダーがついてくるので、なかなか楽しいやつになっております。ちょっとね、せっかくなんで、失礼。合成グレートを流用しようかなと思ったんですけど、さっきのね、この今までずっと配信で使ってたゴセグレートのボディをですね、流用して、はい、ワンダーゴセグレートを作っていこうかなと思ったんですけど、そっかと、これを流用しちゃうと最後に並べられないんですよね。一緒に。ということでですね、実はですね、はい、五星ワンダーを買った時に、他にもですね、立ち組みで作って、組済みの、はい、なんと、五星グレートもちょっと手に入れていたので、もう使うことはないかと思ってたんですけど、そっかと。今回ね、こう遊ぶのに、ボディが必要だったなということでですね、はい、ボディ用に急遽、こいつを使うことを思いつきました。よっ。いやー、ありがたいね。こんな感じでね、ちょっと五星ワンダー用のボディとしてですね、こいつらを、はい、生贄にしたいと思います。で、こいつらのヘッダーはですね、申し訳ございませんが、いらないよということで、ボディのみ使用です。で、五星ドラゴンはいらないのか。よっ。という感じでですね、はい。残りの4体のですね、ボディをちょっと生贄に捧げましてですね、はい。こいつワンダーブラザーたちを召喚したいと思います。はい。こんな状態で、まずはね、五星バードですね。こちらバード状態にすることができました。そうしましたら、ボディをこちらを取り付けますと、はい、こちらが五星エレファントですね。おー、なかなかいいですね。クレーン車をモーフィングしたような感じの。いいい感じ、いい感じ。これも、いいですね。まあ、ちょっとね、成型色がこうパープル統一されてるんで、ちょっとね、なかなかエキゾチックな感じの配色になっておりますけれども、塗装しちゃうとね、すごいかっこよくなりそう。すごくいいな。そして、はい、五星ドルフィン。ドルフィンですね。あ、こっちもそうですね。これは、あれですね、もう、あれをね、ワンダーに合わせるのを、諦めてですね、ここブルーで塗りたいですね。ブルーで塗って、エレファン、ドルフィンにしたい。で、ちょっと、シャークと
差別化するんだったらライトブルーとかにしても面白いかもしれないですね。ライトブルーで下をね、白でやって、ドルフィンって感じにしても面白いかも。いや、これもなかなかボディがつくといいですね。それで、こいつか。これが、五星カブトでいいんだっけこれ。えーっと、五星カブトでいいんだ。カブトっていうの、すごいですよね。なんでっていうね。これスカイクブラザー的なやつね、でも茶色の、茶色も一応暖色系か。一応赤系統の暖色系ではありますからね。いいんだろうけど、スカイクではないよなっていうね。ちょっと異色な感じ。しかもね、この、フェニックスのボディにはあんまり似つかわしくないというかね、なかなかなんでカブトムシにしたんだろうっていうね、不思議な、どちらかというとランディック族ですよね。うん、ちょっと、これは、で、五星ピンクが乗っかるやつなんですよね、これね。うん。だからちょっと腑に落ちない。はい。で、最後、こちら、五星クロコダイルですね。これは非常に素晴らしい。で、こっちはね、ほら、こんだけ、ちゃんと、顎が上がります。ね。で、これ、動物が、生理学的に正しいですね。ワニちゃんはこうやって、上顎をこう、ぐわっと開けますからね。うん。で、ワニって、これね、閉じる力っていうのはすごいんですよね。なんか何トンとかの力があるんですけど、上げる力がめっちゃ弱いんですよね。だからこう、えいっていう風にこうね、えいって上からこうやって押さえつけられちゃったら、ワニって何もできなくなるんですよね。なので、こう一回ガッと上からこうやって膝で押さえつけて、あと紐でこうくるくるって巻いちゃったら無力化されちゃうっていうね。こんなに強いのにね、最初の初手間違えると無力化簡単にされてしまうという悲しい生き物だったりするんですけども、なかなか、面白いですね。ただもうワニが長い、胴体が長いことの意味はと言われるとなかなか難しい部分。ヘビだからこれで良かったんじゃないのって思うんですけど、ワニで長い意味がないっていうね。でもなかなか、ね、顔も結構いかついし、これはこれでね、五星マシンとしてはなかなか箔がついていいんじゃないかなと思います。はい。こんな感じでね、やることによって、五星ワンダーたちの残りのヘッダーたちにも晴れてね、ボディが召喚されまして、はい、こんな感じに並べることができました。なので、ここから合体させていきたいと思います。はい。こちらはね、完全に空張りなんで、空張りっていうか、リデコ商品リデコマシンなんで、5セグレートとほぼ同じです。なので、ちょっと5セグレートと同様な形で合体させていきたいと思います。まずはね、尻尾取り外します。はい、そうしましたら下半身ですね。こちらは、はい、こんな感じで展開いたしまして、エレファントを合体。よいしょ。おー、微調整だから、おっかない音が鳴る。よし、OK。はい、こんな感じですね。そして、ここは、ゆるい。はい、こんな感じですね。そうしましたら、先ほどのボディを合体。おー、いい感じですね。相変わらず手数は少ないのに、とてもこうね、
ダイナミックな変形ができるので、非常に合体させてて面白いですね。はい。そして、このような形で変形させまして、腕に合体。はい。こちらも、尻尾を展開して、腕をこんな感じで回転させます。で、その上で合体。はい。そうしましたら、頭部を展開。はい。そうすると、なんとですね、中にはちゃんと空張り版の五星グレートの頭部があるんですよね。いや、これめちゃめちゃいいですね。うん。別カラーの別カラーバージョンの五星グレートのイケメン顔もちゃんとついてきます。いや、これはめちゃめちゃいいな。で、ここにですね、アックスのここにマスクがあるんですよね。で、このマスクを取り外します。で、そうしましたら、このマスクを五星グレートの頭部に合体。おお。そうしましたら、よっ。先ほどのアックスですね。こうやって持ち手を展開しまして、で、これをドルフィンに加えさせます。さあ、これで完成。ワンダー5世グレートだイェイおー完成いたしました。こちらが映画版に登場いたしました。ワンダー5世グレートです。おーいいですね。5世グレートのリデコなんですけれども、なかなか面白いですよね。この変更具合、変更っぷりは。やっぱり5世グレートが正当にイケメンロボなんで、ちょっと外してきた感じですよね。で、頭部もかなりね、いかつい感じのヘルメットに変わっていて、なんかちょっとね、ちょっと蛮族っぽい感じですよね。鉄仮面みたいなの被って、なんか、ただまあ、このね、トサカの激しいトサカもあって、なんかちょっと僕は鉄人28号っぽいなっていう感じがしました。で、そう考えてみると、まあヒーローのロボのね、元祖みたいなところあるんで、鉄人28号って。だから、そういうところもね、なんか5世グレート、5世ジャーって、いろんなところからなんかロボットのエッセンスを拾ってくるじゃないですか。そういう意味では、なんかね、ヒーローロボットの原点まで拾ってきた感じがあって、そういう意味ではいいのかななんていうふうに思います。でね、アックスっていうのをメイン武装に持ってくるっていうのもなかなかおしゃれですよね。ゲッターロボみたいな感じでね。なかなか、こういう系のね、チョイス、ね、武器とかね、デザインのチョイスっていうのはなかなか勘どころついてる感じしますね。僕は非常に好きです。そして、元になりました。五星グレート、ドダン。こちらとの比較は、このような形になっております。おー、アナザーって感じがしていいですね。ちょっとこれせっかくだから対比のためにね、ちょっとドラゴンソード持たせまして、
こうすると、五星グレートの正当なイケメンっぷりっていうのが、なかなか出てきますね。おー、素晴らしい。やっぱりこうやってやってみると、このボディちょっとリカラーしたいですね、やっぱりね。このボディちょっとリカラーしたいな。でもこれ茶色にしたいですね、このボディは。これボディ茶色にしたいな。で、こっちに意外と、グリーンがいないんで、クロコダイルグリーン系統にしちゃうとかね。クロコダイルグリーン系統にして、こっちはライトブルーにしちゃう。ライトブルーで茶色、ブラウン。で、ここはグリーン。エレファントはどうしよう。エレファントはいいか、黄色で。な感じで、ちょっとリカラーしたいですね。グリーンとブラックの合いの子みたいな感じでね、やるっていうのいいかもしれないですね。そうすると結構渋い感じの色合いになりそうですね、こっち。で、より違いがはっきりしそう。あ、でもいいですね。素晴らしい。この五星、ワンダー五星グレート。これね、結構うちのね、チビが、スーパーセンターのロボットの図鑑とかをいろいろ一緒にこうね、見ていた中で、なんかね、異常に気に入ってたんですよね。なんか、チビの金銭に触れる部分があったっぽくて、そういう意味で言うと、正統派では多分ないと思うんですよね。ちょっと崩した感じの面白みというか、かっこよさみたいなところだと僕は思ってるんですけど、ね、もしかしたら、また違った金銭の人が見ると、また違ったもの、良さが映るのか、ね、違った良さに映るのかもしれないですね。またですね、当然、ゴセグレートのリデコなんで、こいつをメインにして、ハイパーにしたり、グランドにしたりっていう風に合体させることも可能ですし、スカイプブラザー、シークブラザー、ランディックブラザーたちを合体させることも可能です。なので、そういった遊びもね、非常にできるのかな、なんていう風に思います。こいつらがいることによって、じゃ例えば、はい。こんな感じにね、3体やることによって、じゃあシークブラザーをこいつらに合体させて、スカイクブラザーをこいつに合体させて、ランディックブラザーをこいつに合体させるっていうパターンも一応取れるっちゃ取れるわけですよね。あ、それ面白いからちょっとやってみましょうか。そんなに時間かかんないですもんね。ちょっとやってみましょう。ワンダーゴセグレートの方には C1 個をくっつけましょうか。やっぱりね、五星グランドはランディックだと思うんですよね。で、やっぱ、新たが主人公なんで、五星グレートはスカイックだと思うんですね。となると、五星ワンダーは必然的にシークブラザーになるであろうと。なので、このような形で合体させて、こうですね。これで
また、うーん、このシークの、この、あれっぽさ、海賊っぽさは、斧を持つことは非常にいいですよね。すごく親和性があるので、ドルフィンは腕に持ってきて、って感じにしますかね。うん。こんな感じがいいですかね。うん。おー。シークワンダーゴセグレートだイェーイおー、いいですね。シークワンダーゴセグレート。で、こいつはスカイックにしていきましょう。まあ、今回はね、前回やったアレンジ版ではなくて、本来のスカイック5セグレートにしてみます。はい、これでスカイック5セグレート。そして、5セグランドですね。5セグランドは、単純に、まあそこら辺につけるものをつけて、ランディック5世グランドだイエーイそう、意外と5世グランドってね、できるんですよ。こういうブラザーチェンジギミック。意外とできるんですよね。うん。おー、これによって、スカイク、ランディック、シーイックのブラザーたちが、はい、合体した転送巨人3体揃い踏みというね、これ熱い展開ができるわけですね。おー、できました。すいませんね。グランディオンヘッダーはちょっと余っちゃうんですけれども。いやー、素晴らしい。まあ一応ね、余らないっていう形にするには、こいつはね、5世ナイトにしちゃうっていうね。5世ナイトにすることによって余ってないぞということで主張したいと思います。おー、素晴らしい。あ、いいですね。おー、うん。こいつにボディを与えることによって、こういう遊びができるんですね。いや、これは非常にいいな。まあ一応ね、はい、データサイパーも一応できるはできるんですけどね、ハイパーチェンジヘッダーはちょっと、外すことになっちゃうんですけど、ね、こことここと頭に合体させることはできますけどね。でも、はい、5世グランドにつけた方が、あれですね、一番スッキリしますね。うん。ああ、これはなかなか熱いな。だからこのね、ワンダー5世グレートが、ボディを持つことによる、うん、良さはすごいありますね。これによってなんかブラザーヘッダーたちが、余らずに余らずにというかね、あぶれることなく楽しめるという意味では、うん、とってもいいかもしれない。なんか、うん、ヘッダーチェンジシリーズをすごくね、うん、遊ぶのにはちょうどいいかもしれないね。足りなかったボディがようやっとこう手に入ったみたいなね。そんな感じがいたします。なかなかいいな、この並び。はい、山中ゆきおさん、主さん、皆さん、こんばんは。お疲れ様です。
今日はイオンでウルトラアクションフィギュアのウルトラマンゾフィー、ブラザーマウント付きなどを買いました。そして SGX シンカリオン N700 のぞみアドバンスモードが、今週 Amazon で届くのが楽しみです。どうも山中ゆきおさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そしてまた山中ゆきおさんからスパチャを頂戴いたしました。山中ゆきおさん、いつもありがとうございます。乾杯。SGX ね。はいはいはい。結構ね、SGX シリーズもいろいろ展開されてきましたよね。ブラックシンカリオンとかもね、出てきましたしね。で、過去のね、シリーズの、あれをね、ギミックをね、踏襲してるみたいなんで、なかなか面白いですよね。だから、やっぱりこう、過去の、最初のシリーズのシンカリオンのリブートというかね、可動性と遊びやすさを、増強したバージョンというかね。で、さらにね、ちょっとプラレールっぽさはなくなっちゃって、ちょっと SD チックにはなるけれども、遊びやすさと可動性っていうのを、最初のシリーズにこう追加してきたみたいなね。そんな感じですよね。そういう意味ではなかなか面白い展開になってるんじゃないかなと思います。チアさん、ゴセグレートおかわりよ。ファラオ、俺は五世グレート生贄に五世ワンダを召喚。そうそうそう、おかわりです。おかわり用です。五世ワンダーを遊ぶのに、ちょうどいいやつを見つけたので、こう、ポチってみたみたいな、そんな感じですね。意外とね、組み積みはいっぱい出てましたね。なので、玉の良さそうなやつを、拾ってみました。いや、それのおかげでね、こういう楽しい遊びができて非常に満足しております。そうそうそう。あれですね。遊戯王的な感じで。五世グレート生贄にして、五世ワンダを召喚するというね。素晴らしい。そういう意味ではね、カードですからね、こいつらもね。カードゲームですから、非常に、親和性高いかもしれないですね。封印されし、エグゾディア的な感じですよね。いろんなカード寄せ集めて、巨人を召喚というね。チアさん、五星兜はランディク族じゃないんですか？そうなんですよ。五星兜ね、シークなんですよね。五星ピンクの乗るやつなんですよ。五星兜って。よく、なんでこんなチョイスって思いますけどね。なんかもうちょっと他にいたでしょっていうね。まあでも、男の子が好きなやつをいろいろ集めていったらこうなったって感じなんですかね。オトカメラダセーバーさん、すいません、スーパー戦隊シリーズ復活したら最終ロボ、久しぶりに最終回まで活躍してほしいですね。五星ジャンの劇場版は五星レッドのヘッダーが壊れて五星ワンダーが代わりに大活躍しますね。すごいですね。すみません、最終ロボが大活躍したのはオーレンジャー、カーレンジャー、メガレンジャー555の最終回だけのロボですね。最終回系のあれですね。最終ロボが活躍したか否かみたいなところですね。まあ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 、そういうですね。いろいろ、あれもあるんですけれども、まあでもね、なんていうかな、難しいですね、ここら辺はね。やっぱ僕はまだやっぱ昭和の人間なんで、やっぱね、最初のロボをめでたいっていうのはあるんですよね。なんかこう、しゃぶり尽くしたいみたいな。
なんかロボットって、キャラクター、あらゆるキャラクターそうだと思うんですけど、やっぱね、最初に素晴らしいものが出て、ドーンと跳ねるじゃないですか。でもね、話が続いていくにつれて、だれてくるんですよね。で、だれてきて、でも、そこで我慢してずーっと、物語を追いかけ続けたり、ね、出てくるなんかの商品とかを一生懸命買い集めて買い支えていって、で、この中だるみ期間を超えると、ファッと、ファッとね、すごく好きになるタイミングが来るんですよね。で、こうなると、ここで高止まりしていくんですよ、ずっと。だからこの中だるみした時に我慢してずっと支え続けるっていう、この期間が実は必要なんですよね。だけど、子供ってなかなか耐えられないんですよ、ここ。だからこうブチッとそこで興味なしっつって切られちゃったりするんですよね。で、昔ですらそうなんで、令和キッズたちはね、もうこれが本当に早い。もう変な話、もうね、最初のほんのちょびっと、最初の1話2話で気に入らなかったらすぐ切る。ね、気に入っていいなって思っても、ちょっと中だるみしたら即切りです。もう即ブチって切られちゃうんで、こらえ性がなくなってるんですよね、時代によってね。別にこんなのにやんなくても他に楽しいものいっぱいあるから、みたいな。ここで我慢する意味がないみたいなね。これはね、時間ももったいないし、タイパ悪いみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。だけどね、ここを我慢すると、一生めでられるんですよ。ここでこうずっとね。だから、マジンガー Z って色褪せないじゃないですか。やっぱりね、ずっと良かったからなんですよね。で、最後までマジンガー Z でやりきったじゃないですか。で、ガンダムもそうですよね。最後まで RX78 だったわけですよね。うん。なかなか、そういう部分って大きいのかなと思ってて、だから多分、ガオガイガーって強化フォームなかっ強化合体がなかったんだと思うんですよ。多分ね、あれマジンガー Z への回帰だったと思うんですよね。うん。だからガオガイガーってマジンガー Z 的な感じのめで方をもう一度スーパーロボット好きの人にやってほしいっていうメッセージがあるんじゃないかなと思ってて、だからガオガイガーは最後までガオガイガーとしてめでてくださいと。だから、強化フォームがスターガオガイガーだったんですけど、あれってどちらかというと、ジェットスクランダー装備のマジンガー Z 的な感じだと僕は思っていて、だから、多分ガオガイガーっていうのはマジンガー Z なんですよね。だから、そのロボットをキャラクターとして最後まで愛しきるみたいな、そんな感じがあるんじゃないかなと。で、僕はそこら辺実は賛成派の人間でして。ってなった時に、じゃあスーパー戦隊はってなってきた時に、まあ僕は合体、強化合体とかも大好きですし、全部合体するっていうのも大好きなんで、って考えた時には、やっぱり強化合体っていうのがいいのかなと思います。2号ロボ、3号ロボに置き換えていくっていうパターンじゃなくて、1号ロボがいて、2号ロボがいて、3号ロボがいて、全部合体して、みたいな。そうすると、合体したものは、新しいロボですけれども、最初のロボの強化フォームですよ。つまり、最初のロボを無駄にせずにずっと愛し続けますよ。っていう形の方が僕はいいなと思うし、僕は好きですね。いろんな、あの、種類のロボットがいっぱい出てくるとかよりも、出てくる商品点数少なくとも合体できるっていう方がいいですね。で、そう考えると、ゴセイジャーってそれの全部のいいとこ取りみたいなところありますよね。バリエーションもできるし、強化合体もできるし、みたいな。その上、ブロック要素も強いんで、ね、好きなように合体させてね、全部合体の5手盛り強化みたいなのもできますしね。で、強化合体が2パターンもあるしね。そう考えると、
ゴセイジャーってめちゃめちゃ遊びがいがありますよね。だからもう、最初こそ、ヘッダーっていうね、どういうことっていうね、のがありましたけど、いや遊んでみるとこんなに素晴らしい、せ、ね、構成だったんだっていうのがね、まざまざと、見せつけられたというかね、素晴らしい合体、玩具なんだなっていうのを、何十年ぶりに遅咲きながらですね、気づかされました。ミニプラ面白いね。すごくいい。チワワさん、耳の羽は完全に下ろした方がネットの収まりが良くなります。ああ、これですね。さっきのあれね。ありがとうございます。あれ、これどんぐらいだったっけっていうの分かんなくなったんで、そういうことなんですね。でも一応、カチッとはまりました。ありがとうございます。山中幸雄さん、ワナ五世グレート降臨。五世グレート降臨。かっこいいですね。五世ナイト様は余剰です。五世ナイト、私の出番はないのか。これからは、ここからは私のターンだっていうことですね。はい。五世ナイト様はここに主人公のように立っていただきましょうというね。はい。こんな感じにしたらいいじゃないですか。ライムさん、こんばんは。ワンダーのカブトムシの銅色は、ガンマ化になったから、この時初めてミサーカラーのカッパーに手を出したのはいい思い出。ライムさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そうなんですね。はい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 。なるほど。ガンマ化にこのカラーがなかったから、そこでね、ミサーカラーに手を出したっていうことなんですね。カッパーで、塗ったんですね。それは素晴らしいですね。そして、ライムさんからスパチャを頂戴いたしました。ライムさん、ありがとうございます。乾杯。アルティメット買い揃えようかな、今から。素晴らしいですね。ご聖者ね、ミニプラめちゃくちゃ楽しいです。もうなんか、この配信始まっちゃってからね、すげえ遊びますね。めっちゃ楽しい。こんなヘッダーって楽しかったんだってね、今更気づきました。さあ、ということでですね、彼らは一旦はけまして、はい。続きましては続きましては、こちら。ドドドドド。ドドン。はい、こちらが、4号ロボになります。ごっせアルティメットだイエーイおー、出ました。物議を呼んでおりました。最終、ご聖者最終ロボでございます。いやね、今までのやつらが結構ね、いろんなマシンや動物たちをモチーフにした、はい、メカ、マシンたちだったのに対して、なぜか突然宇宙船っていうね。スター・ウォーズの帝国軍に出てきそうな感じのですね、結構いかついデルタ型の宇宙戦艦が突然登場したというね。なんでっていうのがまず最初にあったというね。というのが、アルティメ、しかもね、ご聖者の最終許可で、与えられたものがこれかいっていうね。で、しかも合体もクソもないっていうね。
そういう、なんだろうな、短期突破的な感じの、はい、ラインナップ構成が、物議を醸したというね、そういうメカになっております。ただね、まあ、合体、商品ラインナップ構成として、おそらく、うん、そういうことだったと思うんですよね。今までのやつが合体、合体、合体、合体できて、また一旦別の、商品ラインナップとして、変形ね、シンプルな変形をお楽しみくださいませみたいな。だけど、まあ、申し訳なさ程度にご正グレートと合体しますよみたいな、そういうところをちょっと残したみたいなね。うん。そういうパターンなのかななんていうふうに思います。なので、まあ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 、今までのね、スーパー全体のロボットの出し方考えると、まあ、わからんでもないかなっていう感じですね。また、ゴセイジャーの、ね、物語を、ね、見てると、まあ、今までね、こう、いろいろかっこいい感じの、はい、ロボットのね、活躍も見えてたんですけれども、やっぱりこう、五星アルティメット出てくるとね、なんかちょっと別の感じのかっこよさが出てましたね。変形シーンとかに。なんかこうメカメカしい感じ。メカメカチックなやつが、メカメカチックな変形をするかっこよさみたいなのが、はい、ゴセイジャーに登場したっていうのはちょっと新しかったような気もしますね。うん。なので、まあ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 、いいんじゃないのかな、なんていうふうには思いつつも、まあ、どうせ最終ロボ出るんだったら、今までの流れのような感じでもうひひねり、新しいなんか潤いを与えてほしかったなという、ちょっとがっかり感みたいなのもまたうなずけるのでなかなか複雑ですね。というのがね、五星アルティメットの、印象ですかね。まあ、玩具的な。で、まあ、その他にですね、五星アルティメット、まあ、先ほどね、一番冒頭に、ご説明した通りですね、この五星アルティメットの、ね、登場した、経緯っていうのがね、ちょっと特殊なものでして、またちょっとね、悲劇的なものだったものですから、もともとは、天の塔なんですよね。天の塔っていうのがあって、五星じゃ、五星界の、まあ、なんでしょうね、中央塔みたいなものがあって、で、こいつらがあることによって、まあね、各星々に散らばった五星ジャーたち、五星天使たち、あるいはヘッダーたちと通信してですね、意思疎通をしたりですね、力をこう融通し合ったりっていうのを、はい、できる塔があったんですけど、ウォースターたちに壊されちゃったんですよね、それ。で、再興するために、こう、五星パワーを貯めてたんですけど、五星ジャンをね、最後助けるために、貯めていた五星パワーと、マスターヘッドの力そのものをですね、天の塔にぶち込んで、生成したものだったりするので、なかなかこう、こんなにね、かっこいい SF チックなですね、ものなんで、マシンなんですけれども、まあ、ものすごくですね、オカルティックな感じで、犠牲のもとにですね、オカルティックパワーで犠牲のもとに誕生したメカだったりします。ね。まあ、ちょっとね、隙間が、デラックス5世アルティメットに比べるとかなりね、隙間が目立つ感じの、はい、ものになってしまうんですけれども、こんな感じで、5世アルティメットとしては、なかなか、まとまってるんじゃないかなと思います。また、これが5世アルティメットのマシンモードですね。マシンモードとなるんですが、この他にですね、このようにひっくり返しまして、ここここにね、5つのヘッダーがあるんですけれども、このヘッダーを中央にこのようにまとめますと、はい。これでね、ちょっとこのおにぎり型の、マスターヘッダーみたいな、マスターヘッドみたいなね、形態を取ることも可能です。
まあ、これはできないのか。で、ここにね、ここにできるのか。できないか。こういうね、スタンドが付属しておりまして、さっきのようにですね、マシン状態の時にはこのような感じでスタンドで浮かしておくことが可能なんですね。まあ、一応こうやっとくか。こうすれば、使い棒くらいにはなるかな。はい、その上でね、ちょっとこのヘッド状態では使えないんですが、これついたてにもならんか。できた。はい。こんな感じで、第2形態としてですね、こんな感じのヘッダー状態というかね、にすることができます。ね。ちょっと、まあ、マスターヘッドっぽいっちゃっぽいかなというね。マスターヘッドがですね、ひげ面のおじさんっていう感じなんですよ。だからちょっとマスターヘッドっぽい感じに、はい、することができます。でね、まあ、その、ヘッダー自体が、そもそもね、なんだろうな、昔の、なんか数万年前の古代文明の、で、なんかその神様とか天使を崇拝するために作られたオブジェみたいなものに人々の願いとか、そういったものが込められて、で、それが、五星パワーの源になって、で、五星界の力と融合した形、融合することによって、ヘッダーっていうのが生まれたらしいんですね。で、これがなんかその後に、五星ジャーのムック本で、設定資料集みたいなのが出て、で、そこに書かれていたことらしいんですけど、はい。なんかね、そういう風にヘッダーっていうのが生まれたらしいので、マサーヘッドもおそらくそういったところから生まれた、ヘッダーの一種だったんだろうと。古代に生まれたね。で、そういう意味で言われたらね、この人もそうですからね。だから人格をヘッダーで、かつ、まあ、そのね、あまりにも、あの、長い時間ね、五星パワーに触れたことによって意思を持ってしまったヘッダーみたいな、そんな感じなのかななんていうふうに思っております。そういう意味でね、この五星アルティメットがそもそもヘッダーっていう感覚なのが、に思っております。だからそういう解釈が一番しっくりくるかなと。だから、実はこの五星アルティメットって、こいつの禁煙種だったりするんじゃないかと。こいつもでかいんですけど、五星マシンっぽいけど、実はヘッダーなんですよね。巨大ヘッダーなんですよね、このダチョウは。だからそういう意味で言うと、これのさらにすごいバージョンっていうか、ヘッダーだけどロボだよっていうね。ヘッダーがそもそも受肉してロボになったみたいな、そんな感じなのかなと僕は理解しております。ね。というのが、先ほどのが宇宙船がマシンモードで、こちらがですね、ヘッダーモードというような形になっております。さあ、そしてこれがですね、変形をすることによって五星アルティメットロボモードにすることができますので、やってみたいと思います。まずは、足にありました剣を取り外しましょう。さあ、そして、こちら足ね、一応ね、これちゃんとカチッとはまっておりましてね、ここもね、ただ、ここの形に合わせてるんじゃなくて、ね、ここにちゃんと、はい、固定することができておりますので、こちらの固定ロックを外します。ね、古いやつだったからね、こうギッチギチで、ね、ねじ切れんじゃねえかなと思ってたんで、あれをね、シリコンをね、吹いたんですけど、今度ね、シリコンを吹いたらスポスポ抜けるようになっちゃって。難しい難しい。はい、こんな感じで足を展開していきます。
よいしょ。はい、そうしましたら足首を、はい、展開します。はい、そうしましたらこちら、腕ですね。デラックスはね、この隙間とかないくてピチッとしてるんですけど、ミニプラはですね、可動を重視した結果ですね、ちょっとね、ここら辺隙間が生まれてしまったっていう感じなんですけど、ちょっとシールも経年劣化で剥がれてしまってますが、こちらも、これもね、この腕をこういうポジションにしてるだけじゃなくて、ここでね、ちゃんとロックされてるんですね。だから、ここら辺遊びやすさも配慮されていて、ここら辺は好印象ですね。はい、展開しましたら、腕もくるっと回転。くるっと回転です。で、そうしましたら、このタイミングで剣を腕に持たせてしまいましょう。はい、ツインソードです。で、そうしましたら、後ろですね。面白いのが、パタパカじゃなくて、ここにね、ロック機構が入ってるんですね。一回下に下げてロック外してから展開。そうすると、中に頭部が収まってるので、頭部を展開して、さあ、これで完成。5000円アルティメットだイェイおーできました。5000円アルティメットです。なかなか渋い感じですよね。うん。デラックスの時は結構ね、SF した感じの、どっしりとしたね、携帯のロボだったんですけど、ミニプラだとね、ものすごいスリムな、スタイリッシュな感じになっております。ね、可動性も非常に優秀なロボになっていて、またね、ものすごい小顔でですね、足も腕もスラッと長い感じの、デラックスの印象からはだいぶ変わった、ね、スタイリッシュ系ロボって感じになりました。これはこれで僕はね、いい塩梅だな、なんていうふうに思います。ね、こんな感じでね、自然な形の S 字立ち、S 字ラインをね、持った立ち方なんかも自然にできたりして、いや、これはいいんじゃないかなと。でね、可動性が高い分にはね、困ることはありませんので、いや、とってもいいんじゃないかなと。うん。凝ったね、変形機構とか凝ったギミックがあるわけではないロボで、本当に変形することが、ね、唯一の、ね、ギミックみたいな、結構本当に、あの、割り切った系のロボなんで、ギミック割り切っちゃった系ロボなんで、うん。でね、デラックスはね、ここが金メッキ、全面金メッキになって、なんかちょっと豪華なね、雰囲気を醸し出してくれてる部分があったので、特徴はね、すごいあったんですけど、ミニプラはさすがにね、そういうわけにはいきませんので、ね、あんまりね、特段特徴がないロボットだったりしますので、そういう意味ではね、可動性とか、まとまり具合みたいなところに重きを置いたっていうのは、なかなかいい判断だったんじゃないかなと思います。なのでね、特段難しいこともせずに変形するロボットを遊ぶっていう意味では非常にいいかもしれないですね。そして、必殺技、このね、唯一のロボットでのギミックになります。必殺技形態ですね。はい。こちらがね、必殺技のアルティメットストライクですね。アルティメットストライク射出モード。こちらもミニプラでちゃんと再現することができます。
おー、いいですね。こんな感じで、中央にありますね。ヘッダーを展開して開いてですね、ここからバコッとでっかい射出口を出して、ゲッタービームっていう感じでバーンとぶっといビームを放つというのが最終形態に、最終必殺技になっております。で、ちなみにこれ全部ヘッダーで外すことができます。アルティメットヘッダーたちは。なんで、実はね、これちゃんと、ヘッダーチェンジギミック搭載してるんですね。なので、じゃあ例えば、おっと、意外とね、できない風に見えて、実はね、ヘッダーチェンジギミックで遊ぶことも可能なんですね。なので、ちょっとやってみますと、頭を収納して、このヘッダー、ドラゴンヘッダー取り外して、こうすることによって、なんとですね、首のヘッダー取り付けてヘッドチェンジできるんですね。うん。で、一応こういうところも取り外せるので、じゃあ例えば、よ例えばこういう感じの例えばこんな感じのヘッダーチェンジをすることも可能ですね。いかんともしがたい、形容しがたいものになっていますけど、何なんだこれはってね。これこそ、なんだこの化け物はになりますけど、ここにスカイクブラザーを入れて、なんかちょっと適当に残りみたい。ランディック組を入れてみますか。はい、こんな感じでね、こんな感じで5正ヘッダーを取り付けて遊ぶことも可能です。うんうん。ちょっとね、このシリコンでね、シリコン吹いて調節しちゃったがために、ちょっとね、股関節がゆるゆるになってしまってるんですけれども、ただね、足首が、ちょっとね、一応ボールジョイントで設置性高められるようになってるんですね。ですけどね、いかんせんちょっと面積がちっちゃいので、倒れやすいですね。はい、こんな感じで。はい。意外と、ヘッダーチェンジギミックで遊ぶことも一応可能です。でそういう意味では、今までのゴセイジャーシリーズの、ギミックを継ぎつつですね、はい、遊ぶことも可能というような、ロボットになっております。また、こちらですね、付属しておりましたパワーアップしたヘッダーたちですね。うん。このパワーアップしたヘッダーたちを、5正グレートの方にコンバートすることも一応可能です。こちらですね。こちらの5正グレートたちの両手両足に
パワーアップした姿として、はい、こんな感じで、はい、合体することもできるんですが、いかんせんね、めっちゃちっちゃいんで、転足のような状態になっちゃってるんですけれども、ね、お手手もちょっとちっちゃい感じになってて、うん、あんまりね、迫力がないです。それとね、金メッキでもないから、あんまり豪華感も出ないというね。非常に難儀な状態ではあるんですけれども、一応こういうような遊び、ね、五感遊びなんかもすることは可能ですね。うん。ちょっとね、あんまり様にはならないですね。うん、一応できますっていう程度で。ただ、そっか。設定を無視してですね、遊ぶ分には、例えばね、こういうようなところにこう取り付けて、こんな感じで、五星グレートのね、パワーアップ形態みたいな感じで遊ぶのもいいかもしれないですね。うん。これなかなかいいな。さあ、そしてですね、もう一つ、五星アルティメットでちょっとやりたいことがありまして、一応ね、五星アルティメットの、最大のギミックみたいな感じに結果になってしまったものなんですけれども、五星グレートとの合体ですね。こちらも一応残されております。なので、先ほどの最初のですね、マシンモードの方に戻していきたいと思います。なかなかシンプルなね、変形機構なので、戻し変形も気が楽だからいいですね。ただ、なかなかね、こう股関節の構造がですね、結構、すっぽ抜けやすいんですよね、すごく。ものすごくね、軸が短いので、なかなか気持ちよく遊ぶのには調整が必要ですね。足取れやすいんだよな。よでもね、調節する前は、逆にね、もう経年劣化でギッチギチになっちゃってね、もう、おっかない音がね、すごいしましたね。なので、調節、シリコンを吹かざるは得なかったんですけれども、吹いたら吹いたで、今度はすっぽ抜けやすくなるというね、なかなか難しい。だから軸太らせるしかないでしょうね。うん、軸太らせた上でシリコン吹くとかね、そんな感じに調節する必要があるかと思います。はい。そんなこんなで変形、戻し変形できました。マシンモードですね。で、先ほどコメントでおっしゃっていただいた通り、基本的にはですね、この五星アルティメットの上に
5世グレードがこんな感じで乗って戦ったりしてたんですね。こうやって。はい。で、デラックスでもやりましたけど、ミニプラでも実はですね、できます。ただ乗ってるだけですけど、こんな感じで。おー。ただ、ミニプラはちっちゃいです。デラックスはもう一回りぐらいでかいんですよね、5世アルティメットって。そう、だから、乗っかってね、もう、一応ね、様にはなったんですけど、もうミニプラの場合はちょっとちっちゃいですね。なので、あんまり様にはならないですね。でも、まあ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 、それでも、5世ジャーミニプラ素晴らしいのは、めちゃめちゃ頑張ってますね、これは。やっぱり激レンジャーの時のね、最大王が、最大王ならぬ最小王の問題がありましたので、うん、最小問題再びにはならなかったのは偉いと思います。うん。ちっちゃいとはいえ、これぐらいの傘は、稼いだので、うん、まあまあ、9大点でしょうといったところですかね。うん。こんな感じのコンビネーションで本来戦ったりしていたんですけれども、物語中ですね、新たの起点によってですね、主人公新くんの起点によって、実は、公式俺合体的な感じの、合体モードが最後追加されたということで、それが、アルティメット5世グレート合体モードですね。はい。が、生まれましたので、ちょっとそちらをやっていきたいと思います。まあ、簡単なんですけれども、ただ単純にですね、このまんまジェットスクランダーのように、こちらに合体すると。で、これだけなんですね。合体は。ただ、先ほども言ったように、デラックスに比べてめちゃちっちゃいんですよ。だから、デラックスだと、これ合体したら、この状態で下に設置しちゃうんですね。だけど、ミニプラちっちゃいんで、こんくらい、地面との隙間があるんですね。そのためにこいつが必要だったと。で、こいつをここに接続して、これでスタンドにすることによって倒れないよと。はい、ここまでやってくれた上で、さあ、これで完成。アルティメット5世グレートだイェイおー、完成いたしました。こちらがアルティメット5世グレートですね。うん。なかなか潔いというかね、背負っただけ合体っていうね、感じになっております。まあ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 、強化合体がね、ないよりかは良いっていう感じですかね。まあ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 、これにね、別例として立つには、あれなんですけど、まあまあ、強化合体としては、うん、ファイナルダンク画的な合体とも言えなくもないので、それはそれで結構ね、うん、なかなか、あ合体モードがあるし、ね、5世グレートを、まあ、めでる上で別形態があるっていうのもいいですしね。まあ、これはこれでまあいいんじゃないかなと。で、もうちょっとね、軽くアレンジするなら、まあね、この腕を、おっと、こんな感じでね、開いて展開しちゃう。そして先ほどのやったような形で、こちらのアルティメットの方のヘッダーたちをこちらにコンバートします。
で、ドラゴンのヘッドをこちらにセットして、さあ、これで、アレンジ1、アルティメット5000円グレートだイェイおーこれは、これは結構良くないですかねえ、5世グレートの時から、だいぶパワーアップしてるというかね、ちゃんと5個のね、アルティメットヘッダーを強化合体してる。ね、ちゃんと塗装すればここら辺はね、イエローゴールドになるんで、だいぶ、ゴールド味が増してね、豪華感の出た、はい、5世グレートになりますし、背中にね、背負い物もやって、で、ここは開くことによって、1、2、3、4、5、6と6枚羽の天使になったっていうことですよね。なので、天使としてもグレードが上がったみたいなね。そんな感じにもなります。また、これヘッダーたちを取り外したことによって、何がいいかと言いますと、後ろですね、ここにいい感じのね、こうブースターみたいな、スラスターのね、超巨大スラスターみたいなのがここにね、展開されることによって、なんか凄そうっていうね、凄そう感が出たというね、こういう特別感が出ていいのかなと思いまして。もうこれすごくいいですね。でかい背負い物を背負った5世グレート。ね、しかも体は体でちょっとパワーアップしてるというね。これでも普通にかっこいいですよね。正当なロボットとして。だからこれはこれで1個の強化形態としてなかなか満足感のあるというかね。言ってしまえば、この状態って結構ね、天空神剣王とか、ここら辺のね、強化パワーアップ形態に相当しちゃいそうな感じのロボじゃないですか。なのでね、まあ、正当なスーパー合体かと言われてるしまうと、どうかなと思いつつ、ね、なんだろうな、準強化形態的な感覚でやると、考えると、非常にいいんじゃないと思いますよね。これはこれで結構まとまった強化形態になってるかなと思います。ね、少なくともおにぎりを背負っているだけのよりかは、だいぶ強化形態感が増したかなと思いますね。いや、これは素直に結構僕好きですね。で、これってやっぱり5世グレート前じゃないですか。だから5世グレート1号ロボを深く愛する形態としても、なかなかいい形態になってるんじゃないかなと思いますね。5世グレート普通にかっこいいですからね、単体だけでも。だからそれをさらにね、めでるための強化形態という意味では、いい形態かもしれない。だから、なんだろう。スターガオガイガーだと思えばいいのかなと思いますね。なかなか、僕は結構実は気に入ってしまいました。はい、ライムさん、五星フリスビー。こいつね。確かに、そう言われてしまうとっていうね。平たい円盤、平たい三角形のね、プレートっていう感じもしなくもないですね。でしかもね、玩具は結構分厚いですけど、劇中ね、めっちゃ薄いんですよね。それがなんかマシンとしてはかっこいいかもしれないけれども、というね。なかなか難しい部分があって。チアンさん、五星アルティメットこんなにグレーだったっけって思ったら、うちはシルバーの缶スプレーで塗って部分塗装してたんだった。確かに。
これは本当に、パチ組です。成型色まんまだとこんな感じですね。うん。まあでもね、本当にあれするだけだったらね、シルバー、ね、グレーの部分全部シルバーで塗って、あのね、黄色、この黄土色成型のパーツ全部ね、金で塗装するだけで、残りはね、部分塗装は、あれにしちゃう、シールにしちゃうとかね、まあ別にこれも大して、ね、差し色あるわけじゃないから、うん、パパッと塗装しちゃえば、すぐ終わっちゃうぐらいな感じですよね。うん、色がすごく、シンプルなんで。で、そういう感じだったら、やっぱりこう、アルティメットは塗装しちゃってもいいかなって思いますよね。ちゃんと作ろうと思うと、いろいろね、やりたくなっちゃいますけど、ただ色塗るだけだったら結構そんなに手間なさそうな感じしますからね。いや、でもなんか、こうやって遊んでると、めちゃめちゃ愛着湧くというか、いや、五星茶、ちょっと作り込みたいな。せっかくね、持ってるんで、ガチ制作用持ってるんで、ガチ制作用のやつ引っ張り出して作りたいな。いや、それぐらいめちゃめちゃ今ハマっちゃってますね。ライム、ライムさん、今ならもう少しシルバーよりゴールドよりの成型色なんだろうな。まあまあまあ、確かに確かに。まあでもね、そうそうね。ただ、正直なことを言うと、あのー、うーん、正直なところを言うと、うーん、今のちょっと割り切り系ミニプラよりも、はるかにレベルが高いですね。こんなにレベルの高いミニプラは、なかなかないですよ。やっぱりね、ミニプラのレベルがめちゃんこ高いって、舌を巻いちゃったのは、やっぱ10王者ですよね。うん。10王者のミニプラはめちゃんこびっくりしたな。うん。10王者もすごいし、あとキラメイジャーも良かったですね。あと、ドンブラザーズ。あと、ゼンカイジャーか。ゼンカイジャー僕めちゃんこ頑張って作って、短期ロボ、単体ロボの段階で、両足開いたりですね、可動を持ったりしたりする改造をして、はい、めちゃめちゃやったんで、すごいね、愛着があるんですけど、あれ、やんなかったとしてもあれね、パチ組の段階でめちゃくちゃ僕を大好きだったんですよね。で、パチ組の段階ですっごい遊べて、楽しいんですよね。あれ、頭部だけもったいないですけどね。頭部だけ余剰なんですよ。付け替え余剰。まあ、しょうがないですね。両サイからこうやってくっつけないといけないんで、まあ、僕はくっつける改造しましたけど、まあ、限界を自体のギミックがね、ちょっと破格のギミックなんで、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、でも、すごく良かったですね。あと、ドンブラザーズの同二体児はとにかくひたすらかっこよかった。ひたすらかっこよかった。だからそういうなんかこうミニプラですごい跳ねたロボットってあるじゃないですか。そこから考えたら、そういうのに被験するというかね、ぐらい遊べるミニプラですね。だからミニプラ市場の中でもトップレベルだと思います。良さは。なので、まあ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 、成型色云々の形は、まあ僕としてはそこまで気にならないかなっていう感じですかね。そんなことよりも、はるかに遊べる。遊べてかっこいい。かっこいいし、遊べるし、面白い。もうこれにつきますね。素晴らしいです。えっと、山中幸雄さん、とてもかっこいいですね。
ありがとうございます。じゃあさん、自分は5世アルティメットと5世グレートの俺合体を当時から試案中で、あとは専用頭部造形を残すのみなんですが、デザインが定まらないです。ああ、なるほどね。こういう感じっていうか、まあ、チアさんなりのおにぎり形態を、なんとかした状態の上で、頭部はいかんともしがたいので、頭部になんかこう、別の造形を乗っけるというか、専用冠を作るみたいな、そんな感じなんですかね。ただまあ、冠の形状がなかなか定まらないよみたいな、そんな感じってことですかね。あ、失礼。ここ、そうだ。ごめんなさい。忘れてた。これね、ドラゴンヘッダーだけ、ここね、なんと、こう角展開できるんだった。なので、これあれのね、あのスペースシップモードというか宇宙戦艦モードの時はこれ開くんだのが正解でした。失礼。なのでね、まあこの状態では開いておきましょう。あ、これが正解です。こっちの方がかっこいいね。山中ゆきえさん、かっこいいですね。これがアルティメット5世グレートですね。とてもかっこいいですね。ありがとうございます。なかなかね、で、これ別に何もしてないんで、本当お持ちの方だったらどなたでも再現できるものなので、で、それでね、めちゃんこ、満足度高いから、いや、ぜひ、やられてみてはいかがでしょうかという感じですかね。チアさん、五星ワンダーみたいに、翼を前に出してアルティメットヘッダーを前方に並べるのもあり。あー、なるほど。これをこの前に出させて、で、ここにアルティメットヘッダーたちを並べるっていうことですね。ちょっとやってみましょう。これをこうして、こういうことですね。おー、なかなか、あ、これもいいですね。あ、これもすごくいい。あ、これもめちゃめちゃかっこいいですね。ああ、いい。とってもいいかもしれない。あ、これは素晴らしいですね。かっこいい、かっこいい。いやー、意外とアルティメット遊べますね。アルティメット楽しいな。なんか、ゴセイジャーのミニプラ楽しいね。なんか、結構、デラックスは結構このアルティメットで遊ぶの結構苦慮した感じがしてたんですけど、ミニプラ普通にかっこよくて楽しいな。さらにね、この5世アルティメットってこの武器、これが、なんと、弓矢になるんですよね。合体させて。で、実はね、これね、5世グレートが持たないといけないんですけど、なかなかね、持てないんですよね。だから、ここの、はい、この、フェニックスのね、くちばしにこうやって加えさせることによって、こうやって持つっていうね。で、これによって、こうしっかりとね、はい、必殺技モードをこう再現することができるというね。はい。おー、これはめちゃめちゃかっこいいな。
ちなみに、こいつをスタンド取り外して、こんな感じにしたら弓矢になったりして。で、こうやると、こんな感じで、ちょっと弓矢には短いか。ちょっと矢としては短いですね。これは思惑大失敗。ちょっとむずいですね。ワンチャンいけるかなと思ったらいけなかった。ちょっとドラゴンソードを矢に見立てて。おお、こんな感じで、ほら。おお、五星グレートが弓を引くポーズ。おお、かっこいいね。これかっこよくない？すごくいい。アルティメットアーチェリーって感じですね。これめちゃめちゃかっちょいいな。ねえ、デラックスではこんなポーズなんて絶対に取れないですからね。いや、ミニプラでこんなかっこよくポージングできるから、いや、これはめちゃめちゃいいぞ。アルティメット楽しい。アルティメット、いいですね。ここに来て僕跳ねてますよ、だいぶ。山中郁さん、五星アルティメットの両腕がウルトラマンメビウスの胸と同じですね。アルティメット五星グレートなら他のヘッダーを入れた方がいいですね。ほうほうほう。なるほど。他のヘッダーを入れた方がいい。なんかいろんなヘッダーを入れてみた方がいいってことですかね。なるほどね。まあ確かにね、スロットいっぱいありますからね。うん、いろいろ遊びようはあるかも。いやー、なかなか楽しいな。非常にこの、五星アルティメットね、思っていた以上に楽しめます。とても素晴らしい。ということでですね、ちょっと元に戻させていただきまして、いやまさか五星アルティメットでここまで時間を取るとは思わなかった。いややっぱ五星ジャーミニプラすごいですね。こっちの想定したポテンシャルをいともたやすく超えてきますね。おかげでちょっとね、こっちもね、やりたくなっちゃって、長時間使わざるを得ないという形になってしまいます。またかっこいいんだよな。結構ね、全部かっこいいですね、ロボが。ね、五星アルティメットも結局ね、まあ他のね、五星ジャンの構成考えたら、ちょっと腑に落ちないぞって思われてるだけで、単体をね、遊んでったら、いや、結構楽しいですよ。かっこいいですしね。でね、遊び方もこうやってね、結構、深
くこう付き合ってみたら、思ってた以上に楽しいっていうのもね、ありますしね。うん。非常にいいんじゃないかな。僕はめちゃくちゃこの五星アルティメット気に入りました。さあ、戻させていただいて、まだね、やりたいこといっぱいあるんですよ。まだあるの。ちょっとね、まだね、やりたいことがあるんですよ。まだまだね、やりたいことが僕にはあるんだ。よっ。ちょっと元に戻させていただきます。おー、こんな感じですね。5体のゴセイジャーロボたち。で、あとね、2つやりたいことがあるんです。1つ目は、劇場版です。真剣ジャー VS ゴセイジャーの映画の時に出てきたオリジナル形態があるんですよ。ハイパーグランドゴセイグレート的なやつ。あれをちょっと、再現したい。というのが1点と、もう1点は、せっかく出てきたんで、これらで全合体をやってみたいと思います。イェイ。流れでね、全部やっていきたいな、なんていうふうに思っております。ね。おー。ちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、ハイパー5星グレートを作っていきます。はい。千奈さん、さて本番はここから。例のごとくですね、もう、とんでもない時間が経ってからやり始めるというね、いつもの悪い癖が出ておりますが。はい。まずはですね、ハイパー5星グレートを作っていきたいと思います。この状態で2体合体ですね。最初の強化合体です。まずはこいつを取り外しまして、これをひっくり返すと。で、万歳をさせます。万歳しまして、で、足を取り外して、で、こちらに取り付けます。よっ。こんな感じですね。はい。で、そうしましたら、背中にガッチャンコと。こういう感じですね。はい。で、今回はこの頭部は使わないですね。で、その上で、各ヘッダー取り外して、ウィングを前に持ってくると。
で、今回はこの頭部はしまってしまいます。よいしょ。はい。こちらの頭部はしまって、で、この正面側に5人のご聖者のヘッダーを取り付けていく格好になります。こんな感じですね。で、そうしましたら、ここにランディック、シーイック、スカイックのブラザーたちを合体させていきます。よっ。こちらに合体。で、そしたら、スカイックですね。スカイックを合体させまして、はい、ここまでハイパーと同様ですね。あと、こいつか。こいつと、こいつか。はい、ここまでは、ハイパー5世グレーと同様って感じです。ここからがちょっと変わってきまして、ここから、はい、こちらの5世グランドですね。こちらの5世グランドのヘッダーたちを取り外します。スカイオンヘッダーと、シーレオンヘッダーですね。あとグランディオンヘッダー。はい、こちら取り外します。でヘッダーを取り外した首なし状態は余剰です。はい、そうしましたら、こちらのスカイクヘッダーをこちらに取り付けまして、シーレオンヘッダーをこちらに取り付けます。そうしましたら、最後にグランディオンヘッダーを頭部パーツとして合体させまして、さあ、これで完成。グランドハイパー5000円グレートだイエーイおー、できました。はい、こちらがですね、真剣ジャーバーサスの映画に出てきましたオリジナル強化形態ですね。うん。ハイパー5世グレートに5世グランドを合体させた、まあ、公式の全合体形態というか、疑似全合体状態になりますね。うん。映画の中でですね、真剣ジャーの柴健くんにですね、カツを入れられて、それで最後にですね、真剣ジャーたちがよしということで、ひらめキングしましてですね、そうしましたら、そちらにこうした形でカードが現れまして、そしてコンバインできた姿になっております。映画ので出てきた特別の強化合体形態ですね。なるほど。うん、限定的ではあるものの、うん、なかなかね、映画でこのね、強化合体を出したっていうのは、なかなかいいですよね。面白い。
で、しかもね、その形態がちゃんとね、玩具で簡単に再現ができるっていうのもいいですよね。もちろんこれデラックスでも当然できます。当然、再現できますので、まあそういったところも結構映画でね、強化形態をオリジナルで出すに際し、まあ結構ね、仕掛けとして出してきたんじゃないかなと思います。で、このオリジナル形態を劇中で出すことによって、この玩具をね、持っている子供たちがお家に帰ってね、その合体をね、家でね、玩具で再現できるってなったら、もう映画を見てもね、2粒も3粒も美味しくなるじゃないですか。そういう意味ではなかなか面白くてね、素晴らしい仕掛けだなと思います。なるほどと。新しい組み方をこうやって映画でね、公式がこう提案することによって、いや、こんな素晴らしい合体ができるのかと。まあね、残念ながら、ここら辺は余りパーツになってしまうんですけれども、まあ、これもね、言ってしまえば、見えないですけど、こういったところにね、取り付けてしまって、ソードもね、こういうところに取り付けちゃえば、これでね、完全余剰なしみたいなこともできますから、いや、これはめちゃめちゃ楽しいんじゃないかな。いや、僕はすごい気に入ってます。うん。これはこれで楽しいな。で、しかもね、映画で出てきてくれたやつだからね。うん。特別感もあるし。めちゃんこかっこいいぞ。いやー、なかなか遊べますね。さあ、そして、ここから、さらに、すべてのロボを合体させていきたいと思います。おー。まずはね、グランド個性グレートを作らなきゃいけないですね。ということで、グランド個性グレートの方にパワーアップさせていきたいと思います。ね。はい、この首なしボディたちを、また合体用パーツに分解していきます。このグランド個性グレートの合体パターンも、すごく考えてみたらエモいというかね、素晴らしいと思うのは、合体のパーツの構成が完全に、スーパーターボロボなんですよね。下駄と上のね、上半身を構成して、頭部も、追加ロボの頭部を使うというね。本当にパーツの、組み方が、あの、ターボロボとターボラガーの合体を、本当に、模してるというかね、なぞってるっていう感じがあって、めちゃめちゃ面白いですよね。そういうところもなんか、ゴセイジャーってなんかいろんな要素を引っ張ってきてる感がものすごくしてるので、まあ、そういうところももしかしたら意図としてあるのかななんていうふうにちょっと思っちゃいましたよね。そんなこんなしてるうちに、はい、ゴセイグランドの、はい、パーツばらしが完成いたしました。さあ、ここからですね、さらに、今、組み上げた、はい、ゴセイジャーのメッカ、ゴセグレートのメッカをすべて取り外します。よっ。はい。合体形態にコンバートできるようにパーツを組んでいきます。これでこうですね。もう合体させてしまいましょう。はい、こんな感じで合体させます。スカイオンの方も、こっちじゃない、こっちだ。
こんな感じですね。さあ、そしたら、こちらを取り外しまして、グランディオンヘッダー取り外しと。はい。そうしましたら、羽を後ろに持ってきまして、はい。ここまでできました。そうしましたら、ここから合体させていきたいと思います。まずは下駄。下駄を合体。下駄を合体。おー、いいですね。はい、そうしましたら、お次が、サイドスカートですね。サイドアーマーの方を合体させます。サイドアーマーを合体。こちらも合体。はい、こんな感じですね。そうしましたら、上半身を合体。そうしましたら、ドラゴンヘッダーを合体。両腕を、合体。こちらも合体。まあ、一応こうしとくか。さあ、そして最後にグランディオンヘッダーを合体させまして、これでグランドゴセグレート完成イエイおおかっこいいめちゃんこかっこいいですね。で、このグランドゴセグレートをコアにして、残りのメカたちを合体させていきます。で、こちらの方は、このね、ワンダーゴセグレートを作るために、犠牲にしましたですね、他のですね、急遽取り付けました、ゴセグレートの、パーツですね、獅子パーツ。これはですね、一応、数に合わせないということですね。今回やりますのは、単純に、ゴセワンダーを合体させるということで、はい、考えておりますので、そこら辺はちょっとご了承ください。ワンダーゴセグレートではなく、ゴセワンダーを合体させるということですね。よっ。あ、こうか。よっ。
こういう感じですね。はい。五星ワンダーの方を合体させていきます。さあ、残りはこんな感じですね。あとはハイパー。それと残りのヘッダーたち全部って感じですね。そこら辺をこの五星グランドの方に全て合体させていきたいと思います。さてと、なかなかね、大変でした。まずはね、なんとアルティメットから合体させたいと思います。はい、五星、アルティメットを合体させますには、まずね、おっと、武器を取り外します。武器を取り外しまして、でそうしましたら足ですね。足をこのような形で回転させます。こういう感じですね。こういう感じの形状を作っておきます。で、腕もちょっと開きます。腕も開きます。はい。で、そうしましたら、五星グランド。こちらの方は、おっと、グランディオンヘッダーも取り外して、置きます。で、一旦これ外して、ウィングを前に持っておきます。そうしましたら、再度、組み立てと。こういう感じですね。たらドラゴンのヘッドも取り外します。で、腕を再度取り付ける。おっと、軸が外れましたね。これね、グランド5世グレートのこの軸外れやすいんですよね。この腕の軸。なかなか厄介な。よいしょ。ここね、外れやすいんですよね。これもちょっと強化しないとダメだな。よなかなか遊びやすくね、するためにはいろいろこう考えなきゃいけないのところがありますね。はい。こんな感じで合体させておきまして、先ほどのアルティメットをこちらですね。こちらのドラゴンの方の背中に合体させます。よっ。合体。はい。そうしましたら、この足をね、この下駄のところに、特段設置する場所はないんですけど、合わせておくと、ここでね、荷重分散が起こるんですね。で、結構ね、背中がすげえ重たくなるんですけど、このね、荷重を分散させることによって、実はね、腰がへたれてぐにゃっとなることを防いでくれるんですね。なので、ここね、意外とすげえ重要。
です。なので、こんな感じで足に設置するような形でポジションを取ってください。さあ、ここまで来ました。さあ、そうしましたら、次ですね。次は、こちら。データスハイパーですね。こちらデータスハイパーの方ですが、まずはね、足。こっちの方の足のパーツは取ってしまいます。で、その上で、こちらの軸を使いまして、はい、このもものこの軸と合体させます。合体。おお、こんな感じになります。そうしましたら、エッグヘッダーですね。こいつを取り外しまして、ボクシンググローブ形態にします。これで、レッドパンチャー的なキャノン砲ができますね。はい、レッドパンチャーキャノンができました。はい。おお、だんだんできてきた。だんだんできてきたぞ。はい、そうしましたら、ここからが問題です。ここからが問題。はい。まずはね、武器は前回と同様ですね。こいつだ。こいつを、取り付けて、こんな感じですね。で、こいつ。スカイオンヘッダーを武器に組み込んでと。はい、こんな感じですね。こんな感じで、武器を作っておきます。これだとちょっとあれなのか。失礼。こっちの方がいいですね。はい。こんな感じに作っておきます。で、こちらですね。スカイクブラザーのタカヘッダーを合体。こっちは三つ指にしておきましょうという感じにします。で、こちらには武器を持たすと。おっと、少々お待ちください。よっ、よっ、よっ。パソコンが、電源が落ちてしまいました。結構ね、生配信長くなると、落ちちゃうんですよね。復活してくれ。ちょっとパソコンが復活するまでの間、続けていきたいと思います。さあ、ここからですね。ここから。どうしたんだっけな。あ、そうだ。はい。こちらを、まずは取り外して、取り外しましたら、こ
ちらに取り付けていきます。あ、ここに取り付けたんだ。失礼。正面側に取り付けていきます。ハイパー合成グレート状態ですね。よっと。すいません、今、パソコンがですね、復旧してきましたので、ちょっと今、復旧作業をしております。これ、あれれ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 。はい。まあいいや。で、ここまで来ましたら、各ヘッダーたちですね、を合体させていきます。まずは、スカイックブラザー関連から両肩に合体させます。はい、こんな感じでね、合体させました。はい、そうしましたら、シークブラザーを膝へ持っていこうか。あ、腕の方がいいか。ランディック組をこっちに持ってくるか。こっちか。はい。そうしましたら、で、これとこれはこうして、これとこれとこれはこっちになるから、これでいいのか。はい。そうしましたら、武器ですね。武器を足の方へ合体。はい、こんな感じで足も強化いたします。で、そうしましたら、グランディオンヘッダーですね。グランディオンヘッダーは、はい、例のごとく、胸ライオンを作るために、ライオンヘッドに変形させておきます。はい、胸ライオンモードですね。おっと、外れた。いや、でも、改めてこのね、五星ナイトのこの変形ギミックをよくミニプラに全て収めたよなっていうのは、改めて感動しちゃいますね。はい、胸ライオンで合体させました。おー、合体できてきた。さあ、ここからなんですよ、問題は。ここまではいいんです。で、まあ、これもね、あまりパーツにならないように、ここに取り付けておきます。
ここから残りのこいつらをですね、合体させていくんですが、合体するね、場所が、ヘッドはいいんですけど、こいつの合体する場所がね、なかったんですよ、実は。で、これでね、頭抱えちゃってたんですけど、なんとね、むしろこの五星ワンダーをここから合体させることによって、解決してくれたんですよね。これが意外だった。というので、ちょっとこいつをね、さらにここにご手盛りしていこうと思います。はい、まずはね、こちら取り外します。で、バードの方のヘッダーも取り外したら、ウィング取り外します。で、両サイド、左右取り替えちゃいます。逆に取り付ける。そうしましたら、反対側にして、こんな感じですね。こんな感じの構成にいたしまして、で、ここにヘッダーちゃんを取り付けると。こんな感じにいたします。で、ここまでやっといて、さらにここにですね、この軸を使って、この足ですね。足を取り付けることができるんですね。こうです。で、こうしたところに、シークブラザーたち残りの部分を取り付けて、はい、置きます。そうしましたら、前回やりましたこのヘッダーですね。こちらの超強化形態ヘッダーを前回同様に作っていきます。超巨大頭脳を持ったヘッダーですね。で、ここに2号ロボのハイパーチェンジヘッダーと1号ロボのドラゴンヘッダーを取り付けると。で、ちょっと前回からパワーアップしましたのは、ここ、頭部ね、はい、周りブラックに塗りました。前回やっぱりちょっと気になっちゃってたんで、ずっとね。周りちょっと黒で塗りました。で、ここにランディックのクワガヘッダーを取り付けまして、これで強化合体ヘッドを作りました。ね。やっぱりブラックの方が締まりますね。うん。そうしましたら、こちらにヘッドオン。これね、ヘッドオンさせるの大変なんですよね、これね。すげえ干渉する、いろいろ。よっ。こうしましたら、ヘッドオンと。よっ。合体だ。わー、ヘッドオンできました。さあ、そうしましたら、さあ、ここまでヘッドオンしましたら、はい、そうしましたらですね、これ、ちょっとかっこ悪いか。よっ。ちょっと、細部をちょっと整えていきます。
ちょっと細部を整えます。そうしましたら、ここか。はい。そうしましたら、このブロックですね。このブロックをなんと、この上に、さらにヘッドオン。そして、こちらのアックスをですね、こちらにガチャリンコ。さあ、これで完成。アルティメットハイパーグランドボセイグレートダイイエーイ。おー、できました。できた。おー、すごい。すごいでかさ。おー、いいですね。この筐体。そうやってね、上これ回すたんびにグラ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 言ってるんですけれども、だってそらそうでしょう。ここにこんだけの背負い物してるんで、そらプルプルはしますけれども、それでもちゃんとしっかり合体してますでしょ。おー、こんな感じでね、背中にもちゃんと合体をさせております。でも、激しく変なところはないと思うんですね。変な張りでは。そんでね、まあ、上にね、かなり、かぶせ物をしている感じのスタイルにはなってしまうんですけれども、でもなかなかね、まとまってるんじゃないかなと。で、ここにね、ゴセイジャーたちが並んで、ここに今までの強化合体たちのヘッダーが並んで、さらに後ろにワンダーたちが並んでいるというね。この、なんでしょうかね、この、だんじり祭りのみこし的な感じ。でもこれがなんか、このね、威厳を示しているようでね、またこの、ゴセイジャーの、ね、ロボのギミックのね、あの、根幹でありますヘッダーたちですよね。ヘッダーを合体させるっていうところを、前面に出した合体というかね、このね、鬼ほど合体する強化形態っていうのもなかなかいいんじゃないかなと。それと、あと、せっかくで、このね、ど真ん中にこのスロットが見えちゃってるっていうのも、ゲッタービームの方向みたいな感じに考えればいいんですけれども、なかなかね、ちょっとここに、ね、スロットが余っちゃってるような感じに見えるのはちょっと嫌だなと。さりとって適当なヘッダーはここには据えたくないと。
だからといってでっかいヘッダーが入っちゃうと、また目立つというところで、じゃあこいつはちっちゃくて意味があるやつ。なんとこいつしかいねえ。ということで、アルティメットドラゴンの方をここに取り付けて、おー、これで最強形態ができました。イエーイ。これ完成版ですね。うん。おー、これめちゃくちゃかっこいい。シンプルな人型としてのまとまり感ではないですね。背中にね、超巨大なものを背負っちゃってるので。いや、でも、うん。この充実感っぷり、なかなかないですよ。うん。やっぱりスーパー戦隊の全合体ロボとなると、まあ、こんぐらい外したっていいんですよ。いや、でもね、すごいですよ。この巨体っぷり。ミニプラなのに、この上背っていうね。これはちょっと迫力満点だな。また、無改造ですからね。これは完全に。なので、ミニプラをお持ちの方だったら、どなたでも再現可能です。ね、こんな感じでの構成ですよというのをちょっとぐるっと回して、今、はい、お見せしている状態ですけれども、こんな感じで、うん、見ながらね、真似していただければ、どなたでもできる合体になっております。おー、これは楽しい。また余剰パーツはゼロです。完全に余剰パーツゼロ。スカイを前にした方がかっこいいですね。おー、これはちょっと、孫うことなき最強強化形態ですね。うわ、これちょっとやばい。ゴセイジャーミニプラ楽しい。楽しいね。またなんかこう組み替えるのにいちいちなんかいろいろ考えなきゃいけないっていう煩わしさがないんで、カチャ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 思考できるのほんと楽しいですね。しかもね、ミニプラはね、ポーズも取れるから、こんなにね、ガチャ盛りしてるのにかっこいいんだよな。めちゃくちゃかっこよくまとまってくれるので、すごくいいです。はい、スネマさん、なんか、キュータマジみたいなノリですよね。ああ、さっきのあれですね。映画版のね、ハイパーゴセ、グランドゴセグレートね。ああ、確かに確かに。なんかこの、まあ、キュータマ人的なノリな上に、もうちょっと言うと、両手がソードの、各種武器合体バージョンみたいなやつ、5カラーあれに近いですよね。どちらかというとね。うん。部分的な全合体的なやつね。うんうん。確かに確かに。ライムさん、ちゃんと再現できるの楽しい点ですね。先ほどのね、映画のハイパーのやつね、ほんとそうなんですよね。あれが、ああいうのがちゃんとおもちゃでできる、再現、何もしなくてもできるっていうのは、本当にね、素晴らしい。獣王者とニンニンジャーの時のバーサスの時は、もうあったんですよ。今日、ね、オリジナルバージョン強化合体が。えっと、なんだっけ、ワイルド搭載、ワイルド搭載キング。ワイルド搭載キングの映画バージョンがあったんですけど、その時はね、追加パーツがあったんですよね。
ニンニンジャー要素の追加パーツとか。ああいうのが、それはそれでね、こんな強化形態あるんかいっつって、良かったんですけど、でも、玩具では再現できないよなと。で、玩具で再現できないロボは、やっぱどっか消化不良になっちゃうので、そう考えてみると、今も、あなたが持っている玩具で、楽しめますよっていう、ものを映画で出してくれるのは、いや、めちゃくちゃいいいい企画だなと、思いましたね。なのでね、あれは本当素直に素晴らしいと思いました。スネワさん、全然完成形が想像できない。本当に全部合体できるのか、ワクワクしてきました。ありがとうございます。これね、すごいでしょ。トーテムポールっぽいけど。これね、めちゃくちゃ、跳ねましたね。五星ワンダー合体できるかなと思ってたんですけど、いや、めちゃんこ合体できた。めちゃんこ合体できました。ライムさん、ミニプラの関節のなせる荒技。ここら辺のやつね。やっぱね、デラックスで再現はちょっと不可能ですね、これはね。さすがに。ここか。ここですよね。ここの設置のやつね。デラックスはこのね、関節カチッとしてないんで、プラプラしてるから、こういう荒技はできないんですよね。でもミニプラはね、ちゃんと渋みでやってくれるので、ここでね、こう設置させることによって、後ろの超巨大なね、この荷重のこのモーメントを支えてやると。だからね、追加のこういうスタンドとかを使わなくても、このだんじりのみこしをですね、担いで、なお、こうやって自立安定してくれるんですよね。で、さっきからこうぐる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 回しても、全然倒れないでしょ。で、しかもね、これね、はい、ほら、こんな感じで持ってなんぼ余裕です。全然奇跡的な合体とかじゃないです。立たせるときにバランスを見る必要はあります。が、全然、外れたりしません。ちゃんと合体してます。これ素晴らしいよね。全合体。いや、これね、満足感鬼のようにありますね。チナさん、ミニプラだからできる無茶合体。ほんと。本当にね、ミニプラ楽しい。ライムさん、豪快シルバーゴールドモード並みの顔面集合体だ。いや、もうほんとそうっすね。ゴールドモード。ゴールドモード、ほんとっすね。お祭りのお面屋台っていうね。確かに、ゴールドモードにしましょうか、これ。ハイ、ハイパー5世グレートをはるかに超えるお面屋さんですね。いや、これめちゃくちゃ、あれでも、できる無理か。無理だな。なんかね、いろいろ今やりながら、これ、もしかしてこういうことできる、ああいうことできるっていうのをね、また追加でいろいろ今考えちゃってるんですよね。でもちょっと無理だな。いや、何考えてたかっていうと、今こう、トーテムポールで縦に長い感じじゃないですか。だから横にボリューム欲しいなって思って、でこのワンダーコセグレートのこの翼をこの横にコンバートできないかなとかって、こんな感じのウィングにできないかなと。そうしたらめちゃんこかっこいいけどなと思ったんですけど、ここの軸とここの軸系が多分全然違うんですよね。ちょっとそれは無理か。はあ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 。今、まさにこうやっていろいろ遊びながらですね、またどんどんちょっとアイディアが出てきてしまっている状態です。という、やっぱ無理だよな。無理か。なるほど。
なるほど、なるほど。あ、失礼いたしました。勝手に今一人でいろいろ俺があったり考察モードに入ってしまってました。うん。でもこれで十分まとまってますね。僕はめちゃめちゃ好きです。チアさん、おそらく世界で一番でかい頭飾り。かっこいいとかかっこ悪いとか、そんなチャチな価値観じゃ語れない圧倒的まとまりと存在感。いやー、チアさん、いいこと言いますね。ほんまそうっす。まとまりなんてどうでもいいんだよと。この、この威厳が大事。威厳がね。うん。だって、頭部の上から、また頭部が覗き込んでるんだぜ、こっちを。深淵の中を覗き込むとき、深淵もまたこちらを覗いているのだモード。という、なかなか哲学的な合体形態になってんじゃないかなと思います。いや、でも、うん。とってもいいと思いますね。うん、すごくいい。チャーさん、アルティメットの足をまっすぐに、アルティメットの足首を生かした方が、設置面積、広がりそうな気がしますが、今からは野暮ですかね。これね、これね、伸ばすと、アルティメットの足の方が長いんですよ、実は。で、結構これね、前足グイってやるじゃないですか。ただ、これ、アルティメットつけた時による、ここのね、後ろの下の方の、この、この、この張り出が欲しかったんですよ。この張り出が。足の強化。ここによって、ボリュームが下にこう増すことによって、上の増しと下の増しで、上下のバランスを散らしてる感じ。なので、こう、まっすぐにすと、またちょっとこのボリューム感がちょっと欲しくなっちゃうな、みたいな、そんな感じですかね。またこれです。これが欲しいんですよ。これが、これが。これかっこいいんですよね。これと、これ。これと、これ。これがね、いい感じの塩梅で、かつ、ただの飾りじゃなくて、ちゃんとこの、あの、荷重分散にも貢献してくれているというね、一粒で二度美味しい状態という感じです。いやー、めちゃめちゃいいですね。お、ということでですね、いやー、今日やりたいことはやりきりました。めちゃくちゃ満足しております。いやー、ミニプラのご聖者最高ですね。しかも、実はワンダーやるつもりなかったんですよね。アルティメットもまあいいかななんていうふうにちょっと思ってたところありまして、前回のグランドまでの全合体ができた段階で、まあ僕はもうね、昇天してしまっているというか、もう大満足を通り越しちゃってる状態だったので、まあちょっと燃え尽きたななんていうふうに思ってたんですけど、いやー、これ、ワンダーを取り付けて、アルティメット取り付けて、全合体できて、しかも無改造でやれてっていうのがね、ちょっと異次元に、ちょっと満足感がバリ高ですね。うん。で、最後の最後、この強化合体までね、たどり着けたのは本当に最高です。いやー、ちょっと、ミニプラ5世じゃこんなに楽しめるとは思ってなかったんで、ちょっと今回、3回に分けてやっちゃいましたけれども、いや、大満足でしたね。なかなかここまでの俺合体の、満足感っていうのは最近では味わってなかったんで、でね、一生懸命いろんなのを組み替えしてやるっていうのは、
あるんですけど、こういうシンプルな取り付けのバリエーションだけで、こんだけゴテゴテに合体してっていうのは、なかなかないんですよね。うん。あの、手軽さ手軽さがある合体な上で、こんな無茶な合体ができるっていう、この塩梅なんですよ。で、しかもポーズも取れて、で、単純にかっこいいっていう、なんかね、この3つ4つ揃ってるようなおもちゃってないんですよね。本当にない。そういう意味でこのミニプラのご聖者シリーズ、ほんとね、稀有な存在だな。いや、だからね、ほんとぜひ、パチ組の、もう、組済みのね、ご聖者のミニプラ、まだお持ちじゃない方は、組済みのやつを、ぜひミニプラ、ヤフオクとかメルカリで探して、ぜひ落としていただきたい。でね、皆さんにもこの感動を味わっていただきたいんですよ。これめっちゃ楽しいよ、本当に。うん、ということでですね、もう本当、超超超おすすめしたいですね。ミニプラゴセイジャーシリーズ。チアさん、何が恐ろしいって、未使用のヘッダージョイントがまだあるってところ。確かに。未使用ありますね。ここ、両肩に2つありますし、あとここね。ここにあと2つスロットあります。あと1個ここにありますね。だから、5個ありますよ。まだね、ヘッダー5個取り付ける余地があります。あとここ、でもここは、ちょっと物理的に無理ですね。ヘッダーのジョイントはあるけれども、ここのジョイントはちょっと、物理的干渉があって、あと、一応ここを使えるか、ここ。だから、6個、あと6つヘッダー合体可能です。とんでもない拡張性。すごいよな。いやー、ちょっと今回満足もう通り越してますね。超超超超超満足いたしました。いやー、これぞ俺合体研究所って感じで、いやー、楽しいな。ということでですね、今回はもう非常に楽しませていただきました。ミニプラゴセイジャーシリーズの、はい、レビューをさせて、かつ、俺合体で最強全合体のロボットを作らせていただきました。イェイ。いやー、ちょっと、今、燃え尽き症候群です。そしてですね、今回はね、こちらの方で、以上とさせていただきたいと思いまして、また来週もですね、いろいろ考えてるものがありまして、結構ね、大物の玩具とかも、はい、我が家にね、ちょっと到着しているので、どれにしようかな、なんていうふうに今、一生懸命考えてるところなんですが、来週も、はい、非常にね、楽しい玩具を生配信にてご紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたらご参加の方よろしくお願いいたします。いやー、今回は大満足でした。また次回も楽しい企画をご用意したいと思いますので、ぜひぜひご参加の方よろしくお願いいたします。それでは、バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。